今日はにぎわい市の撮影に来ました。このいつもながらのメンバーで行ってみたいと思います。大阪市は鶴見区の鶴見緑地公園花水木ホール、花水木ホール開催、3年ぶりの開催ということですごい人です。一応これが入場の様子です。一応ここでね入場をやるんですけど、僕らはもう入場してるんで招待状などをもらってこちらで発行してもらう形です。アックスブレインさんに来ました。アックスブレインさんは主にどのような商品をレーザーが老舗メーカーでございます。特にこの中で一押しといいますか。おすすめはですね、今追尾の自動追尾のレーザー。自動追尾というのは、今まで住田市事故機を受ける場合に2人で作業されてたと思うんですけれども、そうですね。これが1人でできるようになりました。今までちょっとこういう追尾で自動で追っかけてくれる機械でやっぱ10万20万って高かったんですけれど、今回は値段がかなりお得な値段になってます。通常よりも結構リーズナブルってことですか。かなりリーズナブルで。ただその分品質が悪いわけではなくてですね、ちょっと仕入れの方のちょっといろいろさせていただいて。素子は日本のシャープ製を使わさせていただいてますんで、ネットでは多分安いやつはすごい出てると思うんですけど、安心して使っていただける、プロの方がちゃんと使っていただける商品にさせていただいております。安いけど品質もいいですよと。かなり高いですね。おすげえ。こっちで今操作してるんですか。ラジコンみたいな感じで。そうですね。はい、時刻ですね。ほうほうほう。10メーター、20メーター距離があるときに。おすげえ。で止まって住み合わせをしていただけるという機種になっております。一人でできますね。今まで他社さんなんかでいうとパンチの自動で追っかけてくれる距離が大体10メーター、15メーターぐらいでちょっと若干現場ではちょっと足りないかなということがあると思うんですけど、うちの商品に関しては25メーターまでいけます。最大25メーターまで自動でできますので、かなり大きな現場でも対応できるかなと思いますので、ぜひちょっと使っていただけたらと思います。ありがとうございます。でカラフルな水平器とかも売ってるんですね。グリーンレーザーですね、やっぱり。そういう最近そうですね。これは何ですか？赤じゃないです。世界初。ポケットタイプのレベルでして、これちょっと水道屋さんがよく使うやつにはなるんですけど、はい。アックスさんではいろんな商品が扱っております。ラチェットかっこいいね。コンパクトスロープレベル。それ最近現場で持ってる人いたっす。これめっちゃかっこいいやん。アックスブレイン。渋いからくださいよ。これもかっこいいですね。黒やし。これおすすめです。これこの前買いました。買った。赤色買いました。そうジャンボで買いました。はい。もうカッピーまたにそうこれ買いましたね。これ水道屋さんが水道勾配を取るときにこういう大きいやつを使ってるんですけど、やっぱり現場でちょっと見たいときにやっぱないので、これが一応同じ性能全部あります。はいはい。101勾配とか大事やもんね。勾配見れるの。今までこういう大きいやつとか使ってたと思うんですけど、このサイズで一応全部51から全部水平から51まで全部。どう空調屋さんから見て。これをパイプにそうです。合わせれるように、冷媒管にってこと。そうです。冷媒管とか塩ビ管とかに乗せれるように。いいですね。磁石もついてるやつもありますので、磁石。これが101勾配とかそういうことですよね。空調屋さんがよく言う。そうですね。配管の勾配が取れなきゃいけないので、それを水が入ってるんですね。そう。パイプの上に乗せはることが多いので、一応ここにも溝入ってますんで。わざわざ寸法測らんでってことやね。はい。ポケットで見れるんで、現場に持っていくときにこれ大きいの持っていく必要がないので。確かにこれはいいですね。ちょっと一応これのマグネットありとなしがあります。でっかいやったらマグネットでつきます。どうですかこれ今聞いて。これ101見れるのめっちゃいいです。最高とのことです。そうですね。メモリが多いやん。やっぱり101って全部が全部101じゃないから。そうや51とかも。これいいわ。ありがとうございます。他にもライトであったりルミネックスっていうんかな、ああいうやつとかいろいろ売ってます。ピスとかもあるんですね。ありがとうございました。新しく1ミリ刻みっていう1ミリすげえ。
はい。なんぼからなんぼまでですか要はこ。れは 4ミリスタートで偶数で1ミリずつ上がっていって22まで。ビスの下穴もいけるし、ボッコンつけたりする穴までいけると。ここも全部いけます、ほうほうほうはい。で従来は2ミリ飛びやったんですけども、2ミリになると負荷がかかるんで、どうしてもよく使う10、12、はい。 3分のボルト、4分のボルト、そこが一番よく使うんで、はい焼けちゃうんですよ。1ミリに変えることで、これステンの 1.0 1ミリですわ。これステンなのにこんなにいくんですか。はい、ステン。これはインパクト。これインパクト。インパクト OK。インパクトでも構いません。あーそれはいいなというのは、今そんなに鋭角に研磨をかけてないんで、インパクトでも大丈夫。まあ一般的にはドリルドライバーあるいでドリルでやるのが正解なんですけども、大きくなってきたりすると、どうしてもこういう大きくなってくると、ドリルドライバーで行くとクラッチがかからないんで、振り回されるんですね。だから安全な作業ということも考えれば、インパクトドライバーで使用というのも考えてもらったらいいと思います。このドリルドライバーで手が持っていかれて怪我するとかね、はいありますもんね。はい、それを1メーターとかいうのはやっぱありますんで。それを考慮されたということ特に壁に向いて横向きに開けるとかあるじゃないですか。はいまあはい。壁であ脚立の上で、はいこの状態で開けられるかっていうと、これはちなみにどの商品になるんですか。プロのシリーズなんですね。はいでいいですはい。これ。これはすごい。黒。名前も黒。で、黒っていうのは従来の金のコーティングよりも黒い窒化アルミチタンコーティングというのはこちらの方がやっぱり硬くなる、あるいは焼けが少ないという効果も出てきますので、持ちとしては今までよりも上がってきますね、寿命的に。これはあ、懐かしい。これはね、めっちゃ平べったいですね。これ平べったいで、レースウェイソケットとか言って、銃とかでもいけるってことですか。デール10でいけますね。はい。で、まあ、ハンガーレール。これはネグロさんの Day1 なんですけども、この中でも回せるし、関西地区で出てる南さん、哲代さんとか日夜さんのハンガーレール。この中でも回せるようです。はい。はい。ここは13ですか。これ13です。13ですから、ラチェットさしてそうですね。ラジェットの手を持ってきて、ここでラジェット持ってきて、これではまりますんで、うん。これで回すこともできます。巻き爪もできると。はい。この中の幅が狭いもんですから、で、ハンガーレールになってきますと、もっと狭くなってくるんで、Day1 ではこれだけの余裕はあるんですけども、ハンガーレールではもうほとんど余裕ないです。ですから、わざとここの下駄を短くしてます。はい。そういう仕様です。当初が、出してる、前回の2月でなかったんですけど、ラウンライトマン。なんでホルソンみたいなのついてるんですか。これ、ホルソーにすることは、日本の針でしたら、締めて緩んできた110パイ開けたいのに110を開いてしまう。そうなってくると、ダウンライトの耳がちっちゃいもんで、少ないもんですから、抜けてしまうんですね。だからそれを、広がるから。はい。そうなんです。で、ホルソーの弱点はあります。弱点は何かというと、開けた時に、カスが中に入り込むということです。じゃあ、このカスを一回一回取り外して抜こうというのは、お客さんとこれ、仕事の効率が悪いです。はい。そのために、ここに2本の針を用意してます。おお、それで、これで、押し出しです。押し出しです。はい。ですから、経点がある時に、先にボードを開けていただいて、ボードだけを捨てていただいて、それからこの経点見た時に、中に線が走ってるのか確認していただいて、はい。線ごとボードを抜かなかったら、線ごと切っちゃうんですよ。そうですね。はい、線ごと切ってしまう。ただ、これが見えてる状態でボードのカスを取りましたから、中をチェックして、それからこの状態で開けていってください。ああ。はい、そうすれば、もう簡単に作業としては、一つの開くことは一切ないですから、あと、ホルスのサイズが一応この白い点と白い点合わせていただくと、下にくぼみを作ってますんで、ここで止まりますと引っ掛けてるだけなんです。あ、このまま抜けます。あ、そういう仕組み。はい。で、簡単に言うと、ここにネジを立ててるんで、これを引っ掛けてるという方式だけです。はい。いいかも。
経験いけるんですよ。普通今までハサミもう一回出さなかったね。だから一般的に皆さんの工場さん聞いてましたら、ボードは従来の日本の針のメーカーさんで開けていただいて、経点が出てきた、あるいは目次が出てきたっていう時は、ホルスを持ってきて、顔を横に避けながら、かぶらないようにする。でもどうしても粉は降ってきます。で、今はやっぱりどうしてもクリーンルームも含めまして、粉を出したらいかんという状態ですので、これで一挙に行かれる方が相当時間効率も早く、紅茶さんの体も汚れ、頭も汚れないとかね、そういうのも含めまして、使い勝手はいいと思います。で、サイズ的には一応50杯から160杯まで、全てのサイズで用意しておりますので、はい。ぜひ一回ご愛用いただければありがたいと思います。あと1個だけ気になるのが、これ復活させてほしい。はい。これがダメな切りあるんですよ。ダメな切り、ダメな。ホルソーは無理なんですよね。あ、ホルソーは無理です。ホルソーのセンタードリル。センタードリル。センタードリル。これは全部いけますね。はい。はい。まずここにチャックが、これだけの種類入ってます。サイズは 4.1 から5とか、そのサイズ入ってます。で、これが8ミリですんで、研ぎですね。切り先の研ぎ。中にコレットチャックが入ってますんで、それをここに入れます。で、ドリルを中に入れます。で、あんまりゴトゴトしないように滑る程度で、はい。はい。俺めっちゃ楽しみやわ。で、このチャックは今9ミリを取りましたんで、はい。ここの数字を9に合わせてください。はい。これを9にね。チャックに合わせてください。はいはい。で、ここで設定の場所です。これはドリルの飛び出し量と方向を決める場所です。はい奥まで入れていただいて、はいドリルを引っ掛けてます。この部分です。この部分にドリルを引っ掛けてます。はい。奥まで入れて右回し。で、これでこれとジャックを締め込んでいただきます。このまま外していただいて、あとはここに角度調整は全てできるんですけども、一般的にはドリルは118度そうですね。というのが研磨のサイズですんで、はいそのままこのコレットを型通り入れていってください。はいで、右左に振ります。そうしましたら音がなくなりました。これで今、片面、こちらの面だけを研ぎました。ははは。こちらの面はまだ焼けた面です。はい。で、今度ひっくり返していただいて、このまま同じように。音がなくなったら、これで鉄鋼ドリルに仕上がりました。ただ、シンニングというのを入れないと、はいこの幅が広すぎると、横に線上げた時に横に滑ります。はい狙ったとこを行きたいんで、ここでシンニングっていう作業をします。シンニングもできるんですか。はい、シンニングまでできますす。げえ。シンニングはサンダーではできないんでね。サンダーでは入らないですね。で、これで今片面、それから乗り越えてもらって下へ落ちたら逆面。おお。これで仕上がりです。ほんまにシンニングになってる。どんな焼けた霧でも、どんな折れた霧でもはい復活します。切れ味をお願いします。切れ味、切れ味。これでカッターとかね、ビス抜きビットとか、ラップとか、まあいろいろ売ってます。まあ今日は時間の関係で、これぐらいにしときますけど、またおもろそうな商品も多いんで、見てみてください。で、今からマスターに実演講座を。これ鉄ドリルですわ。鉄鋼ドリルですわ。はいこれでステンを開けます。今研いだやつですね。今研いだやつ。はい今研いだやつ。これ鉄鋼ドリルですけども、ステンが開くかどうか。それもインパクト。これ鉄鋼ドリルですから一般的な鉄用ですね。もっと熱いの開けてみましょマスター、あれは無理なんですかね。う。どれですか。ああ、そうですか。熱いでしょ。これは無理や。これ見たらすごい。ここ行こうか。いや。すげえ。先端が角度がぴっちり取れてたら、鉄ドリルでもステンは開きます。この研ぎ器は価値ありますわ。俺と引いてる。ちょっとね、歯綺麗やったら掘ってましたもん。持ってましたね。これは持った復活すると15万回収できるね。また交渉したらい。あ、お値段的には頑張ります。ありがとうございますますんで。じゃあまた、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ウイニングボアさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません。
じゃあ空調屋のバーテックスさんはい。お願いします。ありがとうございます。浅田株式会社です。よろしくお願いいたします。はい。ですね、今回、新作いくつかあるんですけど、やっとですね、寝頃なチャージングスケール、今回、この会場のみで、お持ち帰り限定でやらせていただいてるんで、配信の時はまたちょっと違うと思うんですけど、引き続きですね、新作で非常に好評いただいてますので、スケールの方、浅田またいいの出たよ、覚えていただければ。わかりました。はい。あと、アッパー引き続き人気です。電動のワイヤーアッパー4メートルまで、120キロです。足元が非常に強力になりまして、現場の悪路とかですね、そういうところでも小気味よく動いてくれるようになっております。はい。これ何点火してあげるやつですか？そうです。これなんかは結構配信されてる YouTuber の方なんかでも使っていただいてるのがあったりしてですね、非常にロングランになってます。それの新作で。今日は動かない。今日動きますよ。ちょっと音びっくりしないでください。おー。音は派手ですが、何キロまでいけるんですか？これ120キロまで。120キロってことは点火せで言う。点火せで言う。点火せなんて軽々じゃないですか。なんて楽勝。室外機。室外機で。ですね。はい、4メートルまで行きますから、2回ぐらいの外の室外機時計とかで、そういうので非常に有効です。で、ワイヤーアッパーなんで、上から乗っても、上のものを外しても動きません。バーンって上がったり、ガーンって下がったりしないんで、気圧と違って、すごい安定してます。はい。はい、ぜひ。浅田さんは結構バンド奏とかもね、昔からやってますもんね。はい、うちは配管関連の機械工具の総合メーカー、はい自称しておりまして、こっちは銅管、空調は銅管です。こっちは鉄管とかステン管の絡みですね。はい、設備に関しての切断機とかそういったものを展開させていただいてますね。はい。現在ですね、浅田として、手前味噌ではありますけど、リニューアルを、随時行っておりまして、ああいうグレーのバンド層ですね、あれが新作になるんですけれども、こういった形でですね、カラーの統一とか、そういったことを、取り組んでいる最中でございます。奥のはネジ切りですか？そうです。電線がですね、はい、切れちゃいます。ありがとうございます。電線が切れると浅田さんのネジ切り。これ気になるんですけどね。ありがとうございます。 L アングルとかもいけるんですか？はい、L アングルいけますよ。ですね、こういう素材ですね。ごっついです。これどっちかっていうと溶接とか製管業さん向けなんかがあったりするんですけれども、こういうアングルって呼ばれるような、僕らも使います。そうですね、75、75、T6 ですけれどもね、はいそれぐらいまでよ。で、驚かれるのがこれステンもいける。マジで？ステンで 7575T6 で、こっちでカッティングで、こっちでベンディングですねを一つでやっていただける。アタッチメント交換なしです。見れるんですか？はい。で、こっちの方で、よいしょ。油圧の系統をこれで変えるだけなんですね。で、スイッチは下の足元。ちなみにこれ100ボルトですか100ボルトです。 100ボルトつないでいいですね。ちょっと切ってみましょうか。よいしょ。スコンと入れて、今から切ります。ど真ん中。今の速度でずーっと下がっていて、バーンと音しませんので、回してください。お、今落ちました。こんな感じ、仕上がります。まっすぐは切れないんですか？これまっすぐ切りたいときは実は入れ方があります。まっすぐって、まっすぐってこういうこと。そうです。これしたいときはうちの万能層を使ってます。そう。で、これ切りましたってなったら次曲げますよね。曲げる？はい。赤いところに切ったところをこう上から合わせていただく形。これはもう感覚で大丈夫です。で、油圧のスイッチをこう切り替えて、もう一度。で、ちょっとキスするぐらい。で、おしまい。で、上げます。そうすると、このような仕上がりですね。この速度で、このようやろうと思うんですと、普通だったら切って、溶接してっていう感じになるんですけれども、この仕上がりです。はい、どうぞ。なんかめっちゃ丈夫ですわ。もう溶接線でも使える。十分です。ブラケットとかガタイとか作れるんですね、自分でね。そうですね。おー、プレーお客さんによっては定着の1本持ってきて、それをこう切って曲げてで1本で仕上げちゃうっていう方もいらっしゃいますね。はい。この穴開きアングルなんてやったらもっと楽勝ですね。楽勝です。ね、僕らはその程度なんで。数やる方にはとてもおすすめ。はい。ちょっといい値段しますけど、そうなんですよ。こういう作業が多い人はでも十分元取れそうですね。はい。交渉したらお安くなる感じですね。もちろんです。水買いなんで。
皆さんまた来年ね、にぎわいで見て見てみましょう。ありがとうございましたぜひおいでください。ありがとうございました。すいません忙しいとこありがとうございます。ありがとうございます。ユニーズさんに来ました。ユニーズさんの主な製品としては何が特徴ですか？まずメインはビスです。特に。特によく出てるのは、こういうものになるんですけど、はい。長い。他のメーカーさんのに比べて刃先がかなり長いのっていうのと、もう一個大きな特徴としては、この頭ですね。ここが他のメーカーさんって基本的にはやっぱプラスビス、はいプラスリットがほとんどなんですけど、まあプラスもはまるんですけど、その中に四角を振ってます。やっぱり舐めにくくなる舐ってことですか？めにくく、はあはあはあ施工がかなり早くなります。やってみてもらっていいですかぜ？ひ。やらせてもらってもいいんですか？全然。これ感動しますよ、一回使ったら。じゃあ俺やろうかな。豆ないんで、ここに打っていいんですか？はい。この形でピアスをすると豆に全然ブレへん。このピアスビスでカタカタカタってそうなんです動かしたりとか、長いのないんですか？長いのあります。めっちゃ長いやつ。もっと刃の長いやつ。これは無理やわ。絶対こけるで、それは。これは無理。これも四角でいいんですか？あ、これも四角でも、ボックスでもこれは。それはこける。余裕。すごいですね。これは安定感がちゃいますわ。その他このあと、今日一番売れてるので言うと、今日もいっぱい売れてるんですか？まだ始まったばっかりです結。構売れてます。 20分でもう売れたス。テップドリルほうほうほうが、まあ、今うちで一番売れてますし、今日も結構売れてます。何が何かっていうと、まずインパクトでいきます。基本的に他のメーカーさん、基本的にはやっぱインパクトがダメなんですけど、そうですね。インパクトでいけるっていうのと、こういう熱いものに対して下穴なしで直接使用できます。やってみてください。ちょっともうずっとデモ使ってるんで、先端のコーティングとかちょっとずつ落ちてきてるんですけど、それでも普通のインパクトで、まあ、約6ミリぐらいの厚みに対して、ちょっとこの辺とか。そんな一発で怒られるんですよ、現場で。まあ、上から下っていう力の加えやすい条件にはなりますけど。これステンですか？これステンレス。ステンはいけスない。テンもいけます。お願いします。ステンの場合、ちょっとこの辺いきますね。今、鉄で全開でいったんですけど、まあちょっとギュッギュッギュッはいギュッってやってもらうか、もしくはこれぐらいの。そうですね。余裕がね、いけます。余裕ですね。余裕です。これもユニーズさん。はい。それもうちです。これ合体できるやつですねそう。です、合体して。あ、これです。ビスのバッグがそのまま入るサイズで、これめっちゃいいね。まあ言ったらビスもいけるし、小物のドリル関係とかちょっと。圧着男子とか。いけるから、何が入ってるのか分かりやすい。そうです、クリアになってるんで。あと、この透明の部分がかなり頑丈なんですよ。ちょっと、例えばですけど、乗れるってこともしかして。もし全然こういう感じでおー全然問題なしです。例えばこの上にまあなんか落としたとか割れない。かなり割れには強い。これ割れたりするの多いですもんね。そうなんです。やっぱどうしても物持ってて踏んだりとかで。であとはもうこの横のフックでつなげてるんで、車の中でバラバラになったりとかもないですし。でかいのとちっちゃいのも一緒にできるってことでかいのとちっちゃいのもいけます。下が大きいので上にこうかかるあ、そうです。いけますいけます。これハーフサイズなんですけど、これがまあ半分を横のフックで引き付けて1枚ものと消化のサイズになるんですけど、例えばハーフ同士でこういう感じで場所ちょっと車のスペース的にここまで入らんぐらいでもこういう感じで半分でもいける。つながるのいいですね。ありがとうございました。ありがとうございます。ユニーズさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。次はマックスさんに来ました。今日の一押し教えてください。一応こちらの充電式のハンマードリル。どう一押しなんですか？こちら非常にパワーがパワーが強い。40ボルト。25.2ボルトなんですけど、はいはいはい。
穴開けも。楽勝ってことですね。すげえ。これは鉄筋切れるんですか？これは鉄筋を縛る。縛る。ああ、ハッカーってこと。ハッカーの人ハッカーのまま機械でもこれは切る方。これはもう縛る。すげえ。ハッカー極めた人泣くんじゃん。うわすげえ。ちゃんと決まってるんですかこれ。お、強いね。すごい。これやばい。他何がおすすめですか。で昨日上一日ある時しんどいもん。水道屋さん。はい水道屋さんの水道屋さん、はい。サドルバンド、こういう排水管、はい給管とかサドルバンドってこういうのがでそちらを止めるのに機械ですね。ガスとバッテリーで。ああ、両サドルを止めたりするってことでか。そうですすね。サドル止められるんで。マックスさんではその他いろいろこうね、大工さん向けが多いですかね。まあその充電取りとか、レーザーも大丈夫です。エスプロソンなさそうですね。あるんだ。ちょっと今ピンを探されてます。濡れネズミが挑戦してます。どない？鉄筋やってた。いや、やってないです。鉄筋素人の淳君でもできんのこれ？できます。ええな。これはいくらなんですか？これでですね、定価で32万。ええ値段すんな。でもまあ元取れるんでしょうね、多分。拳銃のチャージング中ですね。これでチャージ完了です。お願いします。おお。結構で止められる。強い。はい。いいですか？あ、めっちゃ強い。これね、よう取れるやつもあるんですよ。ね、でもこれ全然強いんで。そうですね。いやーすごいです。で一発で下穴開けてビスもむっていうのもいらなく一発でバンっていきます。ハッピーさん、はい。こんなんやったことないでしょないです。やってみましょうか。これ素人でもできるんか。一個使っていいですか？こちらの穴にここを使ってくれと。下押し。やったことない子でもできるんか。ごめんなさい。ここメガネを必ず着用しましょこれどうするんですか？これをこの穴に押し付けていく。はい。あ、ちょっとずれたけど、これ、う。おお、いいね。ここでいいですか？そうですね。押し付けて、はい。気持ちいいでしょこれ。すごいですね。結構言うんですけどね。スラブもいくので、デッキの鉄板は貫通して下地がコンクリートであるコンクリートっていうので。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、マックスさんでした。観戦といえばね。はいはい。はい、YouTube 撮影です。いくらいくら的です。はい、お世話になります。観戦入選に関するものであったり、さっきこっち空いてるんで、こっちで行きましょうか。はい。こちらから言うと、一応遮光面なんですけど、何をする工具かと言ったら、溶接機使ってアークした時にやっぱり光が発生するので、その光を直接見てしまったら目が焼けてしまったりするので、光を遮るための遮光面なんですけど、溶接のお面ってことですか？そうですそうです。でこういうふうに一応明るいと思うんですけど、一応ボタンがついてるんですか？これテストボタンでこういうふうに遮光して光から目を守るっていう安全遮光面にはなるんですけど。ってことは、これは見えるんですか？あ、見えます見えます。見えながらできる。見えながらできるとこです。このまんま手元を照らしてもらって、で、光が発生した時にだけこういう風に遮光して目を守るっていう形で、昔はこうやって手持ち面とかでやってたんですけど、どうしてもやっぱり色ガラスなんで黒いんで、あれやったんですけど、この遮光面が安全防具と、今結構話題なのが、このバッテリー式の溶接機。いやどうしても現場やったら電源取れないであったりとか、溶接できないっていうことがあるんですけど、このバッテリー溶接機、この1時間のコードはこれもあくまで充電用で、もう電源つながってないのにこういう風に
現場で200ボルトとか取らなあかんっすよね。そうです、そうです本来やったら。で、やっぱ200ボルト取れないとこもあ取れないるんで、とこ多いです。で100ボルトもし取れたとしても、まあ、マックス上がっても100アンペアとかやと思うんですけど、これに関してはバッテリーなんで、マックス170アンペアまで、はい、上がります。だからどっちもですか？一応使用状況にもよるんですけど、はい3.2 ミリとかだったら10本から20本おとかいう形で炊けるんですけど、十分。そうなんですよ。僕らが使うぐらいですね。そうなんですよ。で、もし電池なくなってきたとしても、この充電で100ボルトで約1時間でフル充電するんで、早っ。昼からももう一回できそうますですねちっちゃいですね。ちっちゃいですよ。こんなちょっとマッサージ機持ってみましょうか。一応、下に一回下ろしますね。何キロですかこれ？これ18キロです。 18キロ。はい。余裕？で肩からも下げれるんかな？そうです。ショルダーベルトがちょっと下げてください。プレイはコンパクトですね。ああ余裕やな持ち運び。最高ですね。こんなんもね今までのやつ。そうです。僕らもね溶接することたまに現れるんで、あその時のためにこうわざわざでっかいの持っていくのがはい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 憂鬱なんですよね。なるほどこれいいですね。そう最後、ちょっと、はい。お気をつけください。あこのレールパンチャー欲しいです。マジですか一応、こういった風に、アングル材に、まあ、穴開けをする。僕らめっちゃ使うんで。あそうなんですかはいあお願いしますなるほどアングルがよく合ってる。一応、コードレス、まあ、100ボルトとあるんですけど、なんでこんないっぱいいろいろあるんですか？これに関しては、例えばお客さんによって開ける板厚があー6ミリまであったりとか、はいはいはい。こういうのサスの6ミリまであったりとか、鉄の9ミリとかバラバラやと思うんですよ。で、例えばこっちで言うと、鉄は6ミリまでしか開けれないんですけど、こっちは9ミリまで開けれるっていうタイプで、一回ちょっと穴開け、これちょっとサスなんでちょっと音うるさいんですけど、言いますか。そうなんですよ。なるの分かってても怖いんですよね。バーンって。そうなんですわかる。で、一応特徴を言うと、モーター、負荷がかかってたとしても、モーターがこういう風に360度回るんで、障害物を避けて穴開けができます。そうなんですよ。できますっていうのと、それはすごい。あとは、今まで穴開けするときに、センターを取るのに大変やったんですけど、めんどくさいです。そうなんですよ。はい。このストッププレート特徴があって、ここの縦の面と、ここの横の面、交わるところがもうセンターなんで、これで、一回、こういう穴開けてしまいますね。そういう形で。でこの、十字に着替えといたらちゃんと真ん中に開くと。そうです、その通りです。結構ずれてね、だるまになるするっすもんね。そうなんですよ。だからそういった面で、モーターが回るっていうのと、センター位置合わせやすいっていうのと、で、さっきの板厚だけじゃなくて、6ミリ開けれるタイプであったりとか、これやったらどうしても懐が25なんで、ここまでしかいかないんですけど、そうなんですよ。これは首折れ式とかやったら、懐が50あるんで、結構奥深くまで、深い方がいい。そうです、確保はできるっていう形で、まあ、よしあしあるんですけど、懐がでっかい分、やっぱりちょっと重量は重たくなるんで、そういった面で、電池も、ここはまあ、ハイコクさんのマルチボルトを搭載してて、はい。ありがとうございます。はい、ぜひお願いします。点検行きたいです。あ、そしたら、折りたたみ式のジャッキとか、はい。まさに。こっちで、そしたら、これはどう折りたためるんですよ。一応、ジャッキ自身が、今までの通常のジャッキって、ちょっとこちらなんですけど、ジャッキって普通そうやったんですけど、これに関しては、朝みたいに。そうなんですよ。三脚みたいな形で、こういうふうめっにちゃええやん。折りたたんで、で、2角あると思うんですけど、場所取らずで、まあ持ち運びにも便利ですと。これを持っていくのが憂鬱なんですよね。あ、そうです。本来のでかいの。そうやと思います。そうなんですよ。で、おっしゃる通りで、場所を取らないっていうのと、で、折りたためるっていうのと、今までジャッキってこう持ってるときに、どうしてもバランス崩れたヘッドがドンって落ちてありましたよね。めっちゃある。で、これは、もうここで止めてるんで、ヘッドが落ちることがまずないんですよ。例えばこれ緩めてても、これがもう直結してるんで、シャフトと。そうなんですよ。そうなんですよ。これに関しては、三脚で、まあ、こっちにもジャッキ置いてもらうんですけど、まあ、ドラムの受け、つば受けのところもあるし、ああ、そういうことか。そうなんですよ。ブレないんですね。ブレないです。はいはいはい。あとは、これが、シャフトの抜け防止。おお、はいはい。今までなかったんです。これなかったんですよ。そして、最後なんですけど、ちょっとね、軽量タイプで作られてるんで、ラチェット式ではないんですけど、ある程度高さはこういう風に決めてもらって、あとはこれで手でいってもらうしかないんですけど、で、ある程度のところ決まったら、シャフトをしまって、じゃ一応そうですね。ぐらいまでいけるのか。結構汎用性ある方が1個でいけるっすもんね。マックスが790まで上がるんで、1.5 のドラムとかまでやったらいける。ドラムぐらいがいける。 1.5 だったら、そうですね。で、これの一つ上の3トンまでいけるタイプもあるんですけど、
そっちはラチェットタイプで、これはちょっと一応商品ではありがとうございます。はいあるので、あといくら正規さんではこういうパワーボールがあったり、そうねまあいわゆる金車、そうですね。ドラム、ウインチ、であと1個何か最後にお願いします。ヤクのグリッパー紹介してほしい。これ何よ？これ新しいやつらしい。そうですそうですね。何ですかこれは？これに関しては本当に新商品なんですけど、今まで乳腺すごくやっぱ危険性もあるんで、下から上にケーブルをにかかってくるので上から行くと走るんで。あ、そうやね。はい。だけどやっぱりどうしても安全な面ロールにもかかるっていうので、逆の発想で、まあ、上から落とし込むっていう。ああ、はいはいはい。そうなんですよ。でそれのケーブル落とし込むのに、これはキャタピラ式になってるので、はい。落とし込み装置っていう形で、これ一つっていうより何個かちょっとやってもらうんですけど、その落とし込み装置とこのインバーターボックスが必要になるんですけど、これはこれ1個なんですか？これが3セット。セットとしては、まあ、これが単体、これが単体なんですけど、これとこれをセットで使ってもらうんですけど、はい。落としな。こっちがあどっちかというとこれ、そうですね、はいはいはい。屋上とかに置いてもらって、はいこれも横向きで使ってもらう。動かせますか？こういう形で、あ、どっちもいけるんですか？バックもいける。どっちもできます。すごい。これはいくらかな？これは定価で今、これだけやったら88まあまあ、それぐらいしますわね。こんにちは。ただ今本当に単個出品レベルでまだ在庫とかない状態なんですけど、まあ時期来年以降とかは徐々に上から落とせるとこっちの方が絶対いい。そうですね。落ちた時が危ないという点がね、それが解除されるんで。これすごい。ありがとうございます。ここも一緒ですか？ケーブル向くやつですね。そうですね。これは皮むきでこれして、パッとできたりします？あ、できますよ。やっぱりこれ剥いて売るのって全然ちゃいますもんね。そうですね。はい例えばこれ、VA VA これだとこんなんもいけるんですか？これもいけます。ほうほう特にこっちだと、まあここでまずはい横のゲージ合わせるんですよ。はい横のゲージ合わせてもらって、あとここの部分で適切な媒定を、まあ 1.6、2.7、2.6って開けるじゃないですか。はい。そしたらこれじゃないですか。抜くとき大変なんですけど、通常だったらボタン押してここに通すだけで一気におすげえ。取れる。ちょっともう一回いけますか？あ、もうないか。あ、まだあります。いっぱいあるんで。こっちで見たいです。あ、了解です。はい。いきますよ。はいよ。はい。これ入れてこんな形ですげえ。一緒に太いの行きましょう。はいいきますよ。めっちゃおもろい。やってます。はい。この部分で入れてもらう。一瞬やね。でこれで一緒にこのように剥けますんで。最高ですね。はい。そしたらもうあとはこんな形で、はい。スクラップ屋に行くんですはいね。、バラバラになるっていう形です。ありがとうございました。はい。いくらツールスさんでした。ありがとうございました。こんな感じでいろいろ売っております。マクセル泉さんに来ました。はいで、まあ今日のというか一応試商品などがあれば教えてもらいたいんですけど。お待ちしてましたけど、はいこちらの商品なんですけどね。じゃこりゃ。何と言われますか、これ。あ、ジャッキ。正解でございます。で、こちらが、形ですね。こちらの方は、要はもう今持ってますけども、はい片手で十分軽く持てると。ほうほ要はもう作業性を重視してですね。疲れますもんね、結構。そうなんですよ。で、今現在作業するにあたっては手動式で、ちょっと今流れてますけど、実演はできるんですか？実演できますよ。で、こちらまず電源がこの後ろにあります。何歩から何歩までですか？125から？で、サイズはまずですね、1.25から8スケはあアはあはの作業にはいこう適してます。で、こちらをお使いになられるお客さんといいますと、要は制御関係、はい要は番屋さんとか、あと工場関係で、実際このサイズですね、これを数多くされる方ですね。僕です。ですか。はいそれともう一つは、女性の方にもあー作業ができるようにとそうですね。いうことで、一応開発してました。 55ぐらいから硬いですもんね。です。で、本当もう数多ければ手が痛くなりますからですね。こちらの方を動かすにあたりましては、まずこの電源ですね。こちらの方をまず入れます。ほうここで電源入ります。はいで、こちらが映ってますかね、手動と自動、はい自動というですね、2通りの使い方ができます。で、自動にしますと、もうその通り、スイッチを押すと、自動で動いて、こういうふうに動くんです。へえ。早いですね。はい。実践ちょっとやってみましょうかね。お願いしますちょっと待ってくださいね。
こちらがご存知の圧着端子です。なんぼのやつ？これはこれはニスケですけども、ニスケねはい、はいこれを作業するにあたりましては、まず最初に仮止めと言いまして、まずは仮止めを行います。仮止めを行います。これが仮止め仮止めの状態です。で、電線を差し込みます。で、スイッチを押します。潰しました。自動で開きます。で、外れます。で抜けない。これちゃんと刻印もつくんですか？で、刻印もちゃんとついてます。ちょっと持っていいですか？どうぞ。軽そう、めっちゃ。軽いよで、手動っていうのはどういうことですか？で、今度手動の方に行きますけど、これをちょっと長押しします。今変わりました。で、これは手動です。で、この手動は横についてますこのレバーですね。これを押すことで口が開いたり閉まったりするんです。この状態で作業を同じように開いた状態で端子を止めて、あとスイッチを押します。じゃあ潰れます。で、先ほどは自動で開いたんですけど、今回は開きません。で、外すときは手動ですから同じようにレバーを押すとこれ開いて外すと。こういった作業ですね。ありがとうございます。だから 1.25 から8付けまで、本当に数多くされるお客さんにはこれ持ってこいの。ちなみにおいくらぐらいですか？で、こちらの参考価格。参考価格、一応ここ載ってますけど、はい。14万7000 7000。円。はい。展示会やったらちょっと割引してもらえたりするん当ですね。然、こちらの価格からも当然お安くさせていただきますので。充電器はマキタのやつですか？これ 10.8 を汎用できるんですか？できますね。これみたいです。レールカッター。はい。で、こちらの方は、要はレールカッターですね。こちらの方も現場でお使いになれる、要は特にダクターとかですね、ございます。で、このダクターにもサイズがいろいろございまして、Day1 とか Day2 とか、あと Day15 とかですね。はいあと座椅子に関しましても、鉄とかステントあります。で、こちらの方を切断するのに、要は従来は手動式とかありましたけども、私どもの方は後ろにありますこういった充電式の工具、こちらの方にはい、まあ、こちらが正常な取り付けですね。で、あと切断する長さに合わせてスケールがついてます。はい、これスケールです。先端はしたらもう0点取ってるんですね。これ0点になります。で、こちらの方にこの充電式工具を取り付けます。そうやって入れるんやね。はい。で、この状態でスイッチを押しますと、こう動きます。で、この状態で刃が2枚刃になってますので、要はすり合わせの形で切断する。もう今まで切れてる。これで切れます。で、自動で。バリで、これの利点としましては、今言われた通り、まずバリが出ないと。それから、切った時に切り子ですね。それから火花も出ないと。で、現場によってはそういった火花とか嫌われる現場もございますので、そこには適してますね。これはいらないです。ペットだけで。で、こちらの方はこのアタッチメントで言いますけど、これだけでは使えませんので、そこの工具の本体も一応セットで一式で公開いただくというような形になっております。泉の圧縮の出番が増えるってことです。今までは電線だけやったけど、レース、このアタッチメントのカッターは一応こちらに映ってます。価格が一応標準価格ということで、はい。それとあと中の刃なんですよ。カッターの刃です。こちらは現場でお使いになる材料に合わせてDay1 とか Day2 とかですね。サスとかスパーダイマーとかもあるんですか？あります。で、ステン用というのはまた別に刃がありますので、ここが刃が取り外しができます。使われる材料に合わせてこの形状の刃を用意してますので、その刃をここにセットしていただいて、あとはちょっと材料を入れてもらって。ハンガーレールはないんですか？はい。ハンガーレールはちょっとないです。それであとはもうボタンを押すと切れます。ハンガーも欲しいですね。ぜひ作ってください。だから本当に数多くこれ使われているのが現実です。そういったこれはありがとうございます。はい。ありがとうございました。はい。あと別途
穴開けの方も刃がありますので、切って穴開けてと先は楽にいけますので。ありがとうございます。その他マクセル泉さんでは僕らのね電線の圧着機とか、ケーブルカッターもケーブルカッターとかパンチね、パンチャもあります。手動もあるし、やってます。ただもう電気工事なくなるにはもうすぐ来ると。これズンゲで切れるやつですか？はい、これも全然できます。ズンゲで切れるやつもアタッチメントであります。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いつもお世話になってます。ありがとうございます。渋谷さんのブースに遊びに来ました。主にどのような製品を扱われてるんですか？コンクリートで穴開ける。これ水を汲むやつですね。言うたらコア抜き機ってことですね。ダイヤモンドコアドリル使ってますんで、じゃあここが刃先になるんですけど、はい。まあ躯体を捉えてこう穴が開くっていうような構造になってますね。で僕すごいなと思うのが、これに水を入れといたらこうエアーポンプでこれいくやつですよね。これがこの2つを持っていったらコア抜きが完成するという。あれはでっかいのも開けれるってことですか？そうです。210の。実演は今日は無理ですよね。これは何ですか？これ水、これハイポリ管、はいはいはい。水道のハイポリ管なんですけど、これを色地で切るっていうような塩ビパイプとか。こんなんや。こんなんあんねや。ポリエチレン管限定なんです。じゃあこの中で一押し商品を教えてください。ダイヤモンドドリルなんで、はい。このラインナップすべてです。あ、ダイヤモンド。ダイヤモンドコアドリル。ダイヤモンドコアドリル。刃にダイヤモンドがついてるんですか？そうです。先端に。ありがとうございます。渋谷さんのご紹介でした。ありがとうございまありがとうございました。した。いけますか今？いいですよ。はい。亀倉さんに来ました。亀倉さんでは主にどのような製品が？パンチャーですね。パンチャー。はい。ネイルパンチャー。あ、アングルとかアングルチャンネルパンチャーですね。こういった穴開けですね。開けてもらって、そうですね。静かではい、静かですし、こういった食いついてもですね、はい必ず油圧の力で引き上がるんで、材料が必ず取れるんで、こねたり叩いたりする必要がないです。静かでいいですね。はい、静かです。はい、これはちなみにおいくらぐらいですか？これでだいたい17、8万ぐらいですかね。交渉次第で。はい、そうですね。まあ定価はね、もうちょっとするんですけど、はい、はい。だいたい定価で25万、ほうほうほう。はい、ぐらいしますんで。まあは展示会とかがあると。い、そうです。はい。その他こうおすすめ商品ありますか？おすすめ商品は次はちょっと電気屋さん関係になるんですけど、気屋なんで嬉しいです。おレールカッターじゃんこれ。レール切断、はい。こういったハンガーレールとかダクターの切断する機械なんですけど、何ですかこれは？はい、これ令和なんですけど、こうやると、これで切れてるんで、これ欲しいわ。めっちゃ早い。バリもはい。出ないですし、はいこういった切り子、ゴミも一切出ないですし、まあ火花ももちろん出ないですし、はい。これちなみにおいくらですか？これちょっとね、カセットはちょっと別売っていうか、まあ Day1 はついてるんですけど、はいあとちょっとこういったカセットがもろもろあるんですけど、あーはいはいはいちょっとオプションになるんですけど、はい令和のみってことですね。 Day1、そうですね、今、本体についてるのは Day1 のみ。令和のみで。あと、ハンガーレールのこういったステンレス用のハンガーレール、25の40とかですね。南用ね。南用の、はい。穴開けもこれでできるんですか？穴開けはちょっとね、こっちに別になるんです。これいくらですか？これで大体定価で26万8000円です。はい。はい。ちょっと個人的に買いたいんで安くしてください。ぜひとも、はい、安しますんで、今日。お願いします。す。よろしくお願いします。すいません。じゃあ亀倉さんのご紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ほんまや。めっちゃ硬いなと思って。いいね。秋野さん、TikToker の秋野さん。はじめまして。ありがとうございます。秋野さんのステッカーもらいました。秋野さんのインスタとか皆さんのインスタ載せとくんで、にぎわいちに行ったらこういうユーザーさんの人とかとね、してもらってるんで。ありがとうございます。インスタ名ゆうすけさん。はいはい。またゆっくり座りましょう。すみません邪魔して。空調工事といえばバーテクさん2人。はい。でさん。
レッキスです。レッキスさん。はい。レッキスです。の商品をご紹介お願いします。はい。なんかいろいろこうでっかくあるんですけど、僕らはやっぱりこっちに行っちゃうんですよね。こっち。何ですかこれ？まずはこれやっぱレッキスって言ったらこれみたいな僕らのイメージは。何なんですか？これフレアツール。電動フレアツール。そうです。はい。ちょっとあっちにも看板大きくやらせてもらってます。フレアを自動で作れるんですか？そうです。そうです。僕らが持ってるのはこれなんですよ。あ、じゃあこっちじゃない。こっちなんですよ。こっちです。こっちなんですよ。時間で持ってはるんですか？これ持ってます。で、これ今これで逆転晴天変えれるんですけど、今のやつはこれらしいです。もうこのレバーがいいんですか？なんかどうなんですか？はい。なんでこっちからこっちになったんですか？実は昔のタイプがこのシーソー型になってまして、でこっちに変わったんですね、前回。で今回また新しくてこっちがいいっていうお客さんが多かったので、シーソー型のスイッチになったっていう。これもちょっと紹介してほしいですね。カラフル。行きつけ用で電気屋 YouTuber さん来るっていうことで、ほんまですか？ご用意させてもらったんですけど、インスタ映え狙って。そうです。これレッキーさんに頼んだらこういう加工してもらえるんですか？一応オプションっていう形で対応させてもらいますので。はい。視聴者さんはどこに問い合わせしたらいいですか？これ。そうですね。お近くの販売店さんにご連絡いただいたら、メーカーの方にすると。一応こんなんできるんですね。そうです。これで一番やっぱ僕らが思うのは、これ大体2部、3部、4部までついてるんですよ、これ。配管のサイズ。はい。5部なんでつけないんですか？価格設定っていうところもあるとは思うんですけど、で5部、6部ってなると、大きい業者というかエアコン、配管になったりとかっていうのも理由があって、ちょっと分けてるっていうところもあります。値段的だと。っていう声が多かったんですよね。そうですね。ちょっと安くしてでもいいから5部減らしてくださいもいいし。そうですね。なるほど。で、パイプカッターとかもあって、はい、レッキスのパイプカッターを好んで使うなんか古い職人さんも多いですね。めっちゃベテランの。そうですね。ありがたいことに古い今ちょっと新しいタイプですけど、旧のタイプもまだ使っていただいたり。多いですよ。うちはベアリングがこの中のベアリングが多いんで、回すストレスがかなり低いところが強みで、そこを買ってくる。だいぶ回しやすいですよね。ただちょっと他のメーカーに比べると値段がちょっと高いんですけど、ちょっとごついですよね。そうですね。でも太感触る人とかは結構楽しい。そうですね。私も大好きです。ありがとうございます。僕らはこのイメージになっちゃってるんですけど、レッキスってこの辺も強いです。どっちかっていうとこっちもよく使っていただいてるんですけど、多いんであれば黒いとか赤いのパイプマシンっていうんですけど、これ鉄管にネジをあ、これか。これはおしゃれですね。電気のこれがネジです。電線管のこれ普通のテーパーのあっちで切ったネジ。ネジ切り機も売ってるんですか？売ってます。どっちかってなんか自分はこっちの方がイメージはそうなん強いですね。熱ビアさんと空調屋さんとかでまたどっちかっていうとあっちがシェアが高い。なるほど。これ電気のね、何これモニターみたいな。これでいけるのか。そうです。ほうほうほう。これは細いパイプをこのまま切れると。そこにパイプを着用しまって、このカッターで切断する。切断もできるしネジも切れるってことですね。ああすげえ。1個で53万8400円。いやーこれええな。かっこいい。でこれはネジの切り子が出ないタイプです。マジで？はい。切り子出てこないんですか？これ出てこない。出るんじゃない？それとね、最初深淵加工って言いまして、パイプの簡単ちょっと面取りするんですけど、その時だけ切り子出ます。これあとはできるんですよ。別に軽くないんですよ。そうですよね。でローラー中に組み込んでまして、このローラーを押し込んでパイプを加工するので、切らずにネジを加工。すごいです。ネジの肉厚もそのままでネジが切れる。ありがとうございます。ありがとうございます。レッキスさんでした。ありがとうございます。いろいろ見てます。なんか写真とかもちっちゃいですね。あれめっちゃ使い勝手良さそう。近江工業さんに来ました。2人で紹介してもらいたいんですけど、おすすめ商品教えてください。おすすめ商品、はい。商品はこちらのホルソ。はい、ホルソの超高バイメタル BW っていう製品がおすすめになります。刃の形がなんか見たことない形。初めて見る形。どういう効果が？これはノコバタイプ、こういうバイメタルでよく見る
ノコバタイプの先に調光がついてる、こういうタイプの調光がついてるっていうので、この調光のホール層とこのバイメタルのホール層のいいとこ取りみたいな、合いのこってなってて、こういう調光がこの先についてるおかげで、ステンレスとかでも3ミリであっても簡単にこう吸って開くっていうのと、ノコバタイプになるんで、この調光が1つ2つかけても全然使えるっていうので、寿命がとってもいいです。一応うちの実際のこの耐久テストみたいなんで、ステンレスの2ミリで700ケツまで空いたっていうぐらい、そんないけるんですか？めちゃくちゃこれ寿命良くて。なんていう名前、商品名ですか？この商品名は超高バイメタルホールカッターの BW っていうパッケージあるんですか？パッケージなんです。これやね、今紹介してもらってる。超高バイメタルホールカッター。じゃあこれって実演できるんですかね？実演できます。じゃああややん開けてみましょう。ここで開けて。はい、開けてもらって大丈夫です。これは1000の2ミリ。これ1000の2ミリですね。大体これぐらい。これが700個開けれたら、これが700個はすごいな。はい、ついてる状態になってます。何パイですか？これ25パイになります。どうや？いきますよ。はい。もうほんまにステンレス。消耗ミキやってみる。消耗状態はどうやろう？あ、全然かけてへんな。今ね、全然押してないんですよ。はあはあはあドリルの重さだけでいったから。ああ。嘘やん。絶対嘘やん。これ大体さすがってやったら煙もわーって出てくる。出ないですね。出ない。あの匂いもせえへんし。ありがとうございます。次におすすめの商品はどれでしょうか？次がおすすめの商品は、うちのこのシメールっていうシメラですね。シメラですね。シメラ。はい。これ去年新しく貼るやつだよね。はい。目線貼るやつね目線貼るやつで、去年新しくリニューアルしてこちらの引き出しになるんですけど、新しくこの2型っていうこの小さいやつ。はい。こんなんで貼れるんですか？これで貼れます。これとこれで250キロまで引っ張ることができて、2型ですね。で、あと5型っていうこっちで1トン500。はい。1500キロまで挑戦できるっていうのをこう新しく追加してリニューアルしたっていうので、これがおすすめの製品になってます。ありがとうございます。でまあ変わった点としては、まあ色を黒くしたっていうのと、かっこいいですね。この巻き込み防止っていうんですかね。はい。いつもこうシメラー使ってもらってて、逆巻き、こう逆巻きこうやってこの場合巻かないといけないときこっちにしてもらって巻かないといけないんですけど、この戻しのままでも巻けちゃうんですけど、そうなったらこう逆巻きって言って、この中のワッシャーみたいなのがこう飛び出てきちゃって、もう巻けない空回りしちゃう状態になるんですけど、それを防止するためにこういう巻き込み防止のこのなんて言ったらいいですかね、こういう感じで、はい一周巻いてあるっていうので、逆巻きをしないように固定してあります。巻き方向一定になるように固定して。今までやったら逆巻きでこう壊れるっていういろいろあったんですけど、それもないようにっていうので、そういうのも改善させてもらったので、新しくさせてもらってます。そういうそうですね、マルチエコカルチャーでそうチップ層であったり、これは霧やね。そうですね、霧とかホルソーとか。はい。切削関係に強い。基本的にそうですね、内穴開け、切断とかっていうのがメインです。あとまあ木工でまあ少しっていうのもあったり。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。近江工業さんでした。またお願いします。お願いします。次は畑屋さんのブースに来ました。畑屋さんといえばコードリールなどが有名なんですけど、原稿ドラムですよね。新しい新商品とかありますか？こちらが段積みコードリールといいまして、従来のコードリールはこういう形なんですけど、要するにフレームがついてるんですね。これがついたことによって、何がいいかと言いますと、しっかり安定するので、現場で使っても倒れにくい。倒れにくい。倒れるとやっぱここが壊れたりとか。そうですね。で、あと段積みができますので。段積みとは？重ねれるんで。重ねができますので。マジで？はあはあ。保管に便利なんですね。あと、車に積んで移動する際も倒れにくいですから。そうですね。はい。で、上に物が置けるとか、いろいろ利点が多いコードリールなんです。フレームあるからなんかどっか固定とかもしやすそうですね。そうですね。現場でね。はい。あとねちょっと気になったんですけど、あのリールちょっと面白いなと思って。
線引きリール。こちらのなんやこれ。線引きリールって言いまして、まあ従来のコードリールでしたら、このドラムの外側にこういうコンセントがついてるのが通常こういう感じですねはい普通ねなんですけど、これはコンセントがついてないんですね。で、線引きっていうのはコードを全部引き出して使ってくださいっていうための、よく巻いたまま使うとダメですもんね。温度が今は高まって焼けたりとかする可能性があるんですけど、これでしたら全部コードを引き出した中にコンセントが現れるので、火災防止になると。だからこの巻いてる中心部に、刺すとこがおるそうですね。はいだから全部どかへんとそのコンセントが出てこないから強制的に全部コードを出して使っていただくっていう形に安全面を考慮されたっていそうですね。はい。面白い。このおしゃれなやつとかはこちらはホームリールでして現場で使うものとかではなくてですね、これかわいい。ご家庭で使う、はい、まあ比較的コンパクトな、はい、タイプになります。これあれ出張行くときカバン1個入れとったやつですね。ホテルコンセント足りひんみたいな大体。あと出張の際に特におすすめなのはこのキュービーっていうコードリールでして、繊維がこれ 2.5 メートルあるんですよね。ですから例えばホテルでスマホとか使う場合に、なかなかコンセントが遠い場所ですと使いにくい。でこれを USB ついてるやん。 USB もついてるので、まあ充電もできますし、こちらスマホのスタンド立てにもなりますので、そういう感じで。すげえ。はい。YouTube 見放題ですよ。例えば料理されるときにレシピ見ながら、そうですね。はい。充電しながらレシピ見ながらっていうそういった使い方もできますね。台所にコンセントがないことって多いですよね。そうですね。そういった場合はこのコンセントを長く引っ張ってもらって使ってもらってとか。はい。これいいですね。面白い。かわいい。はい刺さりやすい。あとはライトとかもあるんですね。そうですね。ライトはまあ充電式のライトっていうのがソーラー式もある。特におすすめでして、まあこちらはですね、ソーラーセンサーライトっていうパネルで太陽光パネルで充電いたしまして、人が通るときにこちらの人感センサーで反応させて、はい、光らせるっていうものです。いいですね。面白い。こっちもライトですか？ここも一緒ですよね。一緒です。はい。現場で使うような。現場用の広報機になります。はい。おすすめなのはこのサンフラワーっていうサンフラワー。はい。これ下向きってないですよね。はい。真下に向けることができます。で、こちらにですね、調光機能がついてまして、ダイヤルを回すことによって明るさが調節できますので、はい。いろんな現場に合わせて使っていただくと。面白い。これは何ですか？こちらの自動巻きのエアリールですね。天井とか壁につけてホースを散らばらせると足元が悪くなって引っ掛けて転倒したりとか、ホースを踏んづけてホースの劣化と招きますので、これは天井とか壁につけて、で掃除機にこういった好きなところでストップできますので。へえ。車屋さんとかによくあるあれやつですね。こっちはあれなんですね。電源。こっちは電気タイプですね。電気タイプ。同じような使い方。倉庫に便利かもしれない。そうですね。ありがとうございました。畑屋さんでは照明からドラムまでいろいろ扱われているところですね。また皆さん来てみてください。ありがとうございました。ありがとうございます。次はですね、カクタスさんのブースに遊びに行きました。カクタスさんといえばどのような商品を作っておられるのでしょうか？メインとしては油圧工具で圧着工具がメインになります。はい。おすすめの商品はですね、こちらの14から250までの圧着工具とそちらになってます。150から325のこの圧着工具。でかいですね。さすがに325までとなると。で両方ともこちらに並べてますこのアタッチメントで他の作業ケーブルを切る外してってことですね。離れるんですかこれ？そうです。今日は南さんのやつなんですけども、まあ一番売れるのはネグラスさんのタイプですね。これ実演できるってことですか？ちょっと短いから切れないですね。なんか端子とか実演できるやつってありますか？今日はない感じですね。ケーブル買ったんですか？ラックですね。ラック？あ、そこラック切ったやつじゃん。そうです。マジで？あ、ほんまや。それ60と100ですか？これ横から入るんですか？前しか入る？いや、本来はどこでも切れるんですね。そういうことか。桁関係ないんか。入れてって感じで、これラック切るのは初めて見ましたね。ラック初めて見た。ラック切るの結構大変やもんね。バンドソーでまっすぐ切れんしね。こうで、これつけてこう。QR も SR もいける。これは持ってきてない SR なんですけども。QR バージョンもある。あります。
あ、やっぱそうか、両方いるっすもんね。で、大きさもやっぱりあ、そうか大きいですね、違うんです。そんなんあんねや、知らんかったわ、ラック着るやつで。これはもうカクタスにしかやってない。初めて見ました。すげえ。この青色かっこいいですね。かっこいい。これは電線機のやつ。ケーブルカッター。基本ケーブルカッターする。ノック感もあるんですね。自動のノック感もあるんですか？自動はないんですけど、さっき言ったアタッチメントのタイプのやつになりますね。あ、これをだからそうです、これにつけて、ちょっと付け替えれますか？あ、はい。どうなるんですか？自動のノック感いいですよね。手でやるのだるいから疲れるし。だるし、刺すとかやとね、そうなんですよ。押し込み最後大変やから。数あるとやっぱりこっちの方がいいかも。ね。ちょっとごめんなさい、ボルトがないんですけど、これで。あ、それで。12ボルトの使うとき全然ちゃうですね。やっぱり軽くなっていかんとね、やっぱり売れないっていうのもあるんですけど、やっぱりちょっと重たいのは。これすごいです、ギロチン。すごいね。これもこう組み替えて、あ、これか。これが325でこちら用のやつになります。CVT とか3本そのまま切れるんで、これ。あ、ほんまやね。ありがとうございました。はい。アクタスさんでした。またお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。強立さんのブースに来させてもらいました。実は僕のチャンネルでもこの絶縁抵抗系を1月、2月やったかな、ちょっと日付忘れたんですけど紹介させてもらう予定です。ということで今日は展示会バージョン。これ検電機ですか？そうですね。こちらがLED ライトがついた検電機になります。このタイプってずっとありました？そうですね。僕あんま見たことなくて、検電機だけ違うの使ってるんですけど、これいいですね。ありがとうございます。また見つけたら買います。あ、デモ機やからこれなんか使える。これは違うやつ。これ高圧。高圧も。こんなちっちゃいですね。あ、そうですね。伸びるやつが。へえ。軽っ。嘘。こうやって。高圧用の検電機。強立さんはこの最近というか Bluetooth でね記録取っていけるんですよね。そうですね。これもやしね。無償で提供させてもらってるアプリをリはいはいはいリースしてますんで、そちらと連携していただくことで、作業効率向上というコンテスター。おお、これはコンセントにそのまま挿してそして電圧と設置とアースを確認できる。これ便利です。電源つけますか？電源入りますよね。あ、ここ。最後チェックするとき、これで回っていったら。他何かおすすめのありますか？新商品がやっぱり、11月に発売しましたんで。これですか？はい。これで目が見れるんです。そうです。設置抵抗も電子までいけるんですよね。そうですね。2極で測る。これ僕持ってます。これどうやって見るんですか？当てるだけですか？別であるんですよ、線が。ケーブルがあるんですね。これはめっちゃいい。はい。でもこの大きさいいですね。目がってでかいからやっぱり。すげえ、これで目が見れるのいいですね。これ僕のチャンネルでじっくりやりますんで楽しみにしててください。これいい。じゃあ今日は強立さんに、お邪魔させてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます。次は小倉さんに遊びに来ました。次ナビゲーターあややんでお願いします。なんかごついのいっぱい並んでますけど、どういう用途のものがあります？平均カスタ。で、こちらも100ボルトコードレスタイプ。これ穴開くの？フラットカーでランズとか穴を開ける機械ですね。本体に穴を開ける機械ですね。こちらも100ボルトとコードレスタイプ。で出ますね。で、バッテリーの方、マキタさんの18ボルトと、これ、40ボルト。40も対応してるんですか？で、40ボルトと18ボルトタイプ2種類です。2種類があります。18と40ちょっと能力変わるんですか？違いますね。やっぱり入ってる両方あれなんですが、スピードが速さが違います。僕らはやっぱちょっと電気工事なんでよく使うのがやっぱこう穴系なんですよね。アングルとかのパンチでなかなかあんまり充電で、ちっちゃいのがあんまないんで、マキタのボディやっぱ小さいですしバッテリー共通やからいいですよね。皆さんね、ご好評いただいておりますね。ですよね。そうバッテリーがね、なんかもう増えるとね、もう大変なんですよ、やっぱりどうしても。なんかこんだけある中で、もうこれ今一番おすすめか新しいやつっていうのありますよ。やっぱり40ボルトタイプのこれパンチャーになりますね。これですか？はい。うちのブレーキでも N シリーズ、N209 シリーズダブルと100ボルトのタイプと18ボルトのタイプ。それはタイプで40ボルトのタイプが出たので、だから軟膏の20パイ、板圧9ミリ、29ミリ、板圧の9ミリとこのタイプですね。なかなかパワフルに
アップシステムになりまして、うちの機械で駆動式というか油圧で押して油圧で戻すタイプになるんですけども、これが板圧9ミリ。早っ。なんかパンチのイメージって抜ける瞬間ボコンって大きい音するイメージだったんですけど、今音もなく開いて戻りまして。鉄の場合は音はせずですね、ステンレスの場合は音がします。あ、する。これはメーターと。めっちゃ綺麗に出てる。これ気になったんですけど、これカッターですか？これはアングルカッターというアングル加工機になりますね。アングルだけ？アングルをカットです。カット。で、こちらベンダーですね。ノッチャーという形で。本体があってですね、ユニットが3種類あるんですよ。これで使い分けていただいているという形にはなります。曲げて穴開けてって感じ？そうですね。結構現場でアングル切ろうってなったらバンドと時間かかるから、こういうやつの方が早いし、置いたらちょっとしばらく置きっぱなしやもんね。そう。出てこれでスパッて切れたら、はいね、ありがたい。でもこういった機械もございます。これにつけるんですね。そうです。本体があってユニットが3種類ございます。なるほど。ありがとうございます。お勧めしてますので、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。小倉さんでした。なんでしょう。ゆうさん。なんでしょう。まだ開けたばっかりには戻ってない。出たのかな。これぐらいで多分戻ってる。首折れパンチャー。ちょっと見てくださいこれ。下向き？下向き。これちゃんとハンドルもあるから手が持っていかれることもないし、めっちゃいいっすわ。踏まれてたらこっちで入んないですもんね。あ、なるほど。でスルッと向けるし。加工の時はこっちにも行けるけど。よいしょ。OK。いけました大体。小倉さんの商品をいろいろ紹介させてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。藤屋さんに来ました。黒金コーナー。前動画出てくれた純也さん。はい、お願いします。じゃあちょっと紹介してもらいましょう。何か最近出たっていう噂が。出た商品はちょっと今回持ってきてないんですけど、またちょっと発売を再開したっていう商品が一つありまして、6050の 200BG っていう。VA ペンチっていうか、そうです。あれですね、刃の付け方が違うやつですね。そうですね。で、これがどういう特徴かっていうと、やっぱり従来ペンチだとこういう合わせになってるんですけども、でこれだと切り方がハサミみたいになるんですよ。刃がこうやね。そうですね。すり合わせのタイプになるんで、それでやっぱり軽く切れるっていうのがあるんで、テーブルよく切る方にとってはもうこれがすぐ切れるっていうのが結構ニッパーでパチパチ2ミリ3セン切ってると痛なってくるんですよ。だるくなってくる。でこれ僕持ってるんですけどめっちゃ切りやすいです。あ、2ミリこれ使ってる。これやったらもう上でこれしか切れなかったんですよ。マジで？パチンじゃならないの。スパってこう刃が当たれへんから。実は使ったことないの。で、マジか？ IV の断面も潰せへんからまっすぐ切れます。切ってみてください。切っちゃいます。はい、力が全然違う。これが普通のペンチなんで。これ普通の方ですね。で、その後にこれで切ってもらったら。これは1634、2ミリ3。2ミリ3、2ミリ3。これを普通に切ったら、大体こんな感じか。ちょっとネタってして最後にパチンと。パチンっていくですね。で、あれですね、切り口がこう山形になるんですね。こう両側から挟み込むから。わかります。それをこっちのペンチでいくと同じように切りますよ。めっちゃ軽い。そんなにですで、でほぼまっすぐなわけね。そうなんですよ。いや、だからすり合わせになってるんで、すごい楽に切れる。なんか切り味としてはなんかペンチで切ったっていうよりはなんかハサミで切った感覚。そうです。IV も切れるんですよね、これ。38の IV これで切れるんですよ。38これでいけんの？なかなかペンチで38ってしんどいできるけど、刃入らへんしね。38まで切れるんで。今までやったら、例えばここにケーブルカッターがあるんですけど、これやったら本当にケーブルを切るだけなんですけど、それに挟むところを加えたのが一応この商品になるんです。で、刃がね、これ当たれへんから、これでつまむとこがピタッとつくんですよ。そうなんです。
普通こうやもんね、開くもんそう、ね。開くんだけど、挟むのも強く挟める。この違いですね。そうです。はいちょっと少ないんですよ、クイーン絶対。どうしてもね刃の当たりがいるんで。これ当たりがないんで。2つつきます。で、これがまた復活した。そう。ああ。大きい方ですか？これ大きい方ですね。種類ある小さい方がこっち。あ、こっちが小さい方。175。新タイプが発売は再開した。ああ、なるほど。ちょっと VA とかよう切っとって手痛い人こっち使ってみた方が。漫画橋とかは絶対こっちの方がいいと思いますよ。せやね。もう散髪するだけはすごい労力やもんね、あれ。普段腰触ってなくてもこれ工具箱1個入れとってシチュエーションでこれ変えるのあり。で、3パチまで切れるっていうのは。うん。完成引き時とかこれ1本あったらわざわざケーブルカッター持たんでいいし。これはいいや。他なんかあります？ないです。ないまた近日中にまた新しい商品も出るんで、またそれもお楽しみにしてもらったら。はい。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。藤谷さんのブースでした。ありがとうございます。菊田さん来ました。結構今カラフルなあるんですけど、この辺初めて見るんですけど。カラーコレクションという形でやらせてもらってまして、腰道具を色を揃えたいっていうユーザーさんの声が多かったので、グレーテンストリッパーの方から発売の方させてもらいまして、結構人気があったんで、ちょっとスリッパーをもらいますという形で広げていこうとしてます。かっこいいね。いいっすね。数量限定にはなってるんですけど、かなり注文の方はいただいてますので、人気に。これ色このカラーされてるやつってこの今展示されてるこの種類だけなんですね。そうですね。今のところ4色でやらせていただいてて、結構やってると違う色が欲しいっていう声もあるので、緑も良さそうですね。黄色と緑とか、緑とか結構お客様多いので、また来年できればやっていきたいなとは思います。よろしく頼む。ニッパーのサイズ違いとかってあるんですか？色これで。そうですね。ニッパーの方が今当てるのが200-225っていうサイズになるんですけど、ニッパーの方が175ミリとペンチの方は200ミリの方をこのタイミングでもう一個ちっちゃい方があるんですね。発売する予定になってます。ドライバーは100だけです。そうですね。ドライバーはこのサイズだけになってます。このサイズだけに。はい。でもめっちゃ握りやすいです。これね。ちょっと握ってみたら分かるけど、すごい力の入る形になってると。これ前のとちょっと形ちゃうんですね。グリップ。違います。めっちゃ握りやすい。面白いですね。ここテーパーになってて。増田ニックおすすめのグリップ力らしいんで、ちょっと一回握ってみてください。でドライバーとかだったらね、何種類か買ってこう、プラスとマイナスで書いてたりしたら分かりやすいかもしれないですね。そうですね。これ表記ちゃんとあるしね。赤と青とかにして赤をプラスにしといて、マイナス青にしたりとかね。それ面白いです。誰かの半分化してもいいしね。一貫性。あとなんかビクターさんでちょっと PR しておきたいのはあります。そうですね。空調バッグっていう形でこちらの方、ユーザーさんの方と一緒にご意見いただいて作った商品になりまして。空調やったらちょっとカバーテックスのよろしく頼む。これね、噂のね。でもこれ僕らは持ってないんですけど、使ってる人はめっちゃ使いやすい。ありがとうございます。ユーザーさんの方が頑丈に作ってほしいっていうのがあったんで、このサイズ大きいんで、これだけで3キロあります。カバンだけで。結構重いんですけど、頑丈です。はいはい。ポケットとかはコーデュラの生地使って、ポケットの方も頑丈になってます。ここに真空ポンプとかも入れて、中の方仕切りがありまして、仕切りで空調真空ポンプが倒れにくいように。はい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 、なるほど。大きさあったら空調関係の一式入る。大体がルームエアコンやったら。ルームエアコンやったら多分これだけですよ。これときは別物。そうですね。ハンマードリルとかな。セルフです。真空ポンプ入れて、チューブカッターとかトルクレンチとか入れて、細かいポンプ入れてね。ポケットもいっぱいついてるし。いっぱいついてる。これってなんか取って倒れるんですか？多分はい。倒して、取り出すときに倒して。ああ、なるほど。大体それ固定です。そうですね。真ん中にあって、出しにくいな。確かに。このサイズって最初からありました？はい、一番最初からなんです。こっちがちっちゃい方です。特になんかこう、これを入れれるようにしましたとか、なんかね、こんな時一応この結構ガス漏れ防止したいですか？
使われる方が多いっていうことだったんで、一番大きいサイズだったらここの中の屏風に、ここだけビニールになってますね。そうですね。ガス漏れ防止剤がこぼれても動きやすいような作りになってます。これは確かにこだわりやね。そうですね。ここの中がビニール。そう。結構あるんですよね。なんか結構こぼれてしまって、普通の生地やと拭くのが大変やっていうご意見があったので。空調はこれから力まだ入れていかそうですね。こちらの方もちょっとユーザー様によってはちょっとサイズが大きいっていう方が多かったので、ちょっともう一回り小さいのを今こういうの中間そうですね。中間の方を作ろうと開発の方がはい。ビクターさんのご紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。BBK さんのブースに遊びに行きました。BBK さんは主に空調そうですとことなんでバーテックスさんお願いします。飛ぶ鳥を落とす勢いの BBK さん。ありがとうございます。なんか新商品があります。一応充電式真空ポンプ。これがちょっと業界ではあっちもこっちもやってるんですけど、今回初めてパッケージまでいける充電式真空ポンプ。何馬力なんですか？5馬力なんです。配管長は3部5ボギ40メーターまでこれでいけますので。大体店舗のやつとかやったら大体いけます。そうですね。ちょうどいつもポンプクラス的に言えばこのクラスで、持ってます。このクラスが充電式でとこんなにちっこくできます。めっちゃちっちゃい。めっちゃちっちゃい。で、一応これがそのパッケージ専用の電池で9アンペアの電池なんで。9アンペア。これで約2時間回ります。バッテリー互換性は何かあるんですか？これはもううち専用になるんですけども、一応人のふんどしで相撲を取る話で申し訳ないですけど、アダプターがありまして、例えば工事屋さんなにどこの電動工具持ってるんですか？マキタが多いですね。あ、そうです。だったらこれをつければマキタさんの18分。なるほど。考えられてる。考えられてる。あ、すげえ。その他にパナソニックさん、ハイコーキさん、ボッシュさんとアダプターを揃えてますので。へえ。これはいいね。ただしやっぱりパッケージで歌ってる以上、この9アンペアの電池いうのはどこのメーカーさんにもないんで、パッケージする場合3部5部の配管やったらだいたい1時間ぐらい引かなあかんので、例えば牧田さんのやつやと5アンペア6アンペアだとせいぜい1時間ぐらいだと思うんですよね。それだったらカツカツなんで、やっぱりこの9アンペアの電池をつけた形で買ってほしいっていうメーカーの思いですけどね。でも補助的に他のメーカーさんのバッテリーも使えるということですね。これが揃ってますよね。これめっちゃいい。どれ？10ドラ、インパクト無理ですよね。そうですね。今はこっち側に。電動フレア。そうです。これは10ドラで回せるやつですね。はいはいはい。これがめっちゃ軽いんですよ。そうです。軽くて速い。あ、軽いね。パキンみたいな感じで。従来のこれ。あ、重たいからね。めっちゃ軽いんですよ。軽量であとプラスビットをそのまま突っ込んでできますので。ペンドラじゃしんどいんですか？ペンドラどうなんですかね。ペンドラではちょっとトルク的に難しいんで、14.4 ボルト以上ぐらいの。で、これをつければラチェットにもできます。ああ、手でもいけんの。充電が切れても安心。安心ですね。で、あと何もない場合、充電の電池も切れた場合やったらこれを取ってこれをハンドル代わりにも使えるという形です。これ使ってる人多いです。へえ、人気なんですね。そうですね。BBK のこの赤黒のカラーリングね。はいはい。赤黒良くない？ええやん。BBK さんはね、赤黒多いんですよ。へえ。うちこれも持ってるんですけど。それはラッパーのやつですか？広げるやつ。そうです。溶接の時の。そうです。こういうエコバルブマニホールの。で、普通こういう棒状のフックですけども、ベルト式になったんで、室外機の上でもこう貼り付ける。この角度めっちゃいい。あ、これマグネットとかですか？マグネットです。マグネットフック。いいですね。ピタッとつけて、こういう感じで見れるんで。めっちゃいいよ。これは空調屋さんからしたらいいんですか？めちゃめちゃいい。かける位置困るんですよ。そうですね。よくファンのところとかにかけるんですけど、今度外しにくいんですよ。ちょっと傾きよ。一般的に言えばこういう形なんですけど、今工事屋さんがおっしゃったように案が引っ掛けるところを探さないんですよ。傷がいったりするんで、ちょっと遠なったり。これであれば室外機の上にピタッてつけていただければそのまま使える。ちょっとしたことやけどめっちゃいい。そうですね。でこれについてるこのエコバルブ、これもいいんですけど、こういう
コントロールバルブはご存知ですよね。もちろん。ね、でこういうものがもう一体化になってるんですけど、これと違うところが、これをちょっと室外機のサービスポートと見立てて、こういう感じでねじ込めるんですけど、ねじ込んでぐるぐる回って押すっていう形なんでね。閉めて、そうですね。そうです。でこの閉めた状態で普通ホース動かせないですけど、ぐるぐる自由に。これは画期的や。結構違う。普通ね、こんだけ緩むと完全にここが緩んでるような状況になるんで、これがエコバルブの特徴ですね。で仕事が終われば下げてからそのまま抜けるんで、便利です。非常に作業性がある。これ画期的やな。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。 BBK テクノロジーさんでした。どうもいろいろと緊張関連とか、はい、ありがとうございます。国際さんのブースに遊びに来ました。その僕の動画でバズったこのノンタップピス13万ぐらいですかね、今それぐらいですね。はい、おかげさんで。ということで今日は何を見せてくれますか？今日もノンタップピスなんですよ。なんですけど、多分ユウさんのチャンネル見てる人、電工さん多いと思うんです。で、電工さんからめちゃくちゃ言われたのがね、はっさとブレーカーを作れ。これずーっと言われてたんで、今日はそれを持ってきました。で、この辺のね、動力のブレーカー、これちょっと60アンペアフレームですけど、60ワン、50ワン、いろんなフレームあると思います。で、この純正の器具についてるビスと同じサイズのノンタップビス、ついに、というか、ほんまに機能めっき上がってきました。ロングです。35と55、これサイズ展開増えました。で、ノンタップビス、ご視聴したことない方のために見てもらいたいと思います。従来、器具付けの際、これ下穴開けていただいて、そして、ここのタップでこうほじくって、でそして3歩進んで2歩下がって、タップ切りつつ、で器具挟んで、いつものビスでこう止める。これ基本だったと思うんですけど、ノンタップビスは名前の通り、下穴開けていただいて、でノンタップビスを入れていただくだけで、たったこれだけでタップが切れるんです。でちょうどいうところに松田さんがおるんで、松田さんに協力してもらいます。松田さんどうも、次10ヶ月ぶりにもう一回ノンタップビスやっていただきますけど、これは下穴だけです。下穴だけです。はい。下穴、そう光ってないでしょ。光ってないからこれタップ切れてない下穴だけの状態で、ここにノンタップビス入れていただくだけでタップが切れます。今回ね、ブレーカー用の4の35鍋頭、これでやっていきたいと思います。で、ちょっとね、現実のブレーカーがないんで、何か器具挟んだ前提で、もう足挟んでいきます。挟んでいただいて、で、工具はね、何使ってもらっても構いません。もういつもの皆さんの相棒でもいいですし、電工さんはね、手ドラも持ってると思うんで、手ドラでも構いません。で、ちょっと今回ビス長いんで、もうドライバー充電でいきます。で、これね、最初一山、すごく入れやすいようになってます。つらつらになってないんで、これスッと入るんですよね。で、そして、松田さん、これ回してみてください。で、これね、タップじゃないんで、全開回しても折れないです。どうぞ。たったこれだけ。今のトルクね、タップだったらちょっとしんどいところがあったと思うんですけど、一発で無理ですね、絶対。で、ポキッといくでしょ。じゃあ松田さん、これ僕が思いっきり締めてもね、これ滑んないですよ。滑らんもんね。ほんまに。取れないわけじゃないですよ。しっかり効いてる。外れのタップ。もうこれだけで器具付け終わりなんです。もうタップ切らなくていいんですよ、皆さん。これがね、ノンタップビスの真髄。だから、物があればこのまま止めて終わり。そう、止めて終わりです。で、止めて終わりなんですけど、いや、ほんまにタップ切れてんのかいなと、多分皆さん思われると思うんで、一応ね、いつものね、コネジでちょっと確認していきます。いつものコネジがスルスル入ります。この、だから、力加減というか、もう切れてるから、全然力なく、スルスルスルってやってしっかり効くっていう証明ですね。そう。基本的にはもうノンタップビスで1回回して器具つけて終わりです。これはあくまで確認用でやってます。ぜひ国際のノンタップビス、ブレーカー用が出ましたので、見た目普通のビスですもんね。メッキも含めてね、これ増田さんとか谷川さんに教えてもらったメッキそのままにしてます。これ最強だと思います。純正サイズなんで、ぜひご安心してね、ご利用いただければと思います。タップ切るっていうことがもう死後になるかもしれない。死後になるかもしれない、ほんまに。ネジの新しい時代ですね。そうですね、時代ですよね。で、あと、バン屋さん向けに、セットビスありますよね。3点セムスね。ファッシャーが最初から入ってるビスの。これは落ちないやつね。これも、サイズ展開、ついに増えましたんで、ぜひね、こちらの方も国際チャンネルでも動画アップするんで、一つよろしくお願いします。それでは続きまして、国際の人気作いきたいと思います。こちら、万葉マルチキーシリーズでございます。で、万葉マルチキーシリーズ、ご覧いただいた通りですね、かなり豊富な種類の鍵が入っております。何種類ですか？11種類。11もあるか。11。はい、2桁です。2桁勝利。これね、電工さんのよく使うであろう、滝源さんの200番をはじめとして、様々な鍵入っております。嘘かほんまか信じるかは任せますけど、世の中の8割これで開くと言われております。こ
これね、タックの60と言いまして、これね、正直ね、現場の方がよく言うのは、ほとんど200で開くやん。自宅というか。そう。なんか一回見たことあるかも。あるでしょ。でこれ松田さん逆に裏返したらね、自宅200万で開いたら嫌でしょ。そうですね、全部これで開きます。持ってるんですけど。全部200で開いたら困るから、だから、これからちょっと鍵変わってきます。で変わってくるのがこのタックの60と、この秋元さんの200番ね、これ両方に切ってあるタックの50、これに切り替わっていきます。で、これを最初から標準装備してます。で、このタックの50に関しては、これは現行の滝元さんの200番、これに対しても使っていただくことが可能です。上下関係なくいける。そうなんですよ。現場のね、プチイライラあるでしょ。ある。現場のプチイライラ、200こっちかなと思ったら、いや、こっちかいっていう時あるでしょ。タックの50、そう、タックの50は、こっちでもいけるんです。こっちでも両方いけるんです。現場って結構ね、暗い時に嫌な感じ多いからね。だからこれ、暗いってね。そうなんですよね。不思議ですよね、電気屋さん。両面いけるのいいですね。両面いけます。こっちでもこっちでも両方いけるんです。だからこれはね、今持っていただいても便利ですし、これからね、増えてくるタックの60、タックの50、これに対してもしっかりと対応ができる。であと、逆にね、古い鍵、これから先はいいんですけど、今現時点で残ってる鍵で結構言われるのがね、ニットさんの210番、ニットさんの、日に東でニットさんですけど、ニットさんのね、210番、これに対してもしっかり開けることが可能です。この BMK の11、今お話ししたタックの60でタックの50で、このタックの50は200番、これに対しても使えますし、逆に古い番、ニットさんの210番でありますとか、特注品でまだまだ多い500番、この辺りに対してもしっかり使ってもらえる、非常にね、電工さんが、設備屋さんが持ってて便利な一品に仕上がってます。ぜひですね、ご利用ください。僕のチャンネルでも紹介させてもらったんですけど、トミデンさんと国際さんが一緒に開発したフリーブラケット、なんと今日はご本人がいるってことでお願いします。わざわざ群馬県から来ていただきましたので、ほぼ始発の新幹線でありがとうございます。はい、ありがとうございます。このフリーブラケット、ユーザーのチャンネルご覧の方、トミデさんのチャンネルご覧の方、国際チャンネルご覧の方、いろんな方いらっしゃると思いますけど、改めてね、ちょっととこ見てもらいたいと思います。これね、この金具、シーコの間に対して何か器具をつけたいとき、これね、下地欲しいときあると思うんですけど、今までね、こうレール切ってもらって、躯体の上に対してこう取り付けしてたと思うんですね。でこれで取り付けするとですね、つけるのまでは簡単なんですよ。ボックスつけたり、バンつけたりね。ここまではいいんですけど、この次が大変なんですよね。これね、ユウさんのチャンネル見てる人、鉄管の S 切る動画結構見てると思うんですけど、鉄管の S 切るのが、これ僕がやると大体ね、1本やるのに15分くらいかかるんです。ところが、そこをなんとかするのがこのフリーブラケットなんですよね。躯体とね、スライチの下地をこれ簡単に作ることができる金物なんですよ。でこれ提案してくれたのは、さっきもお話ししましたけど、富澤さんが考えてくれました。僕ら何にもしてません。制作秘話とかいきましょうか。制作秘話はね、せっかくだし。これ、お話ししてもらったのはいつでしたね。5月か6月違うさ、それ来てもらったんですか。お盆の時でしたっけ。そうです、多分これ作り上げるまでに多分1年ぐらい1年ぐらいかかりますね。最初にお話ししてもらって、富澤さんに国際さんこんなん作れませんか言われて、で作り始めて大体1年ぐらい、いろいろ打ち合わせもしながらね、現場の声も聞きながら、あんなんでもあんなんどうこんなんどう言って作ったのがフリーブラケットです。売れ行きはどうなんですか。売れ行きはね、ここでお話をするということは、売れているということでございます。おかげさまで。やっぱりね、これ僕らが考えたんじゃなくて、富澤さんに考えてもらって、ほんまに現場で活躍してる人のね、声で作ってますから、やっぱり反応がすごくいい。富澤さんはどんな時に使ってるんですか。自分工場系が多いんで、仕事が。はい。そういう時にコンセントとか、スイッチを誘導灯とか動物の間につけたい時に必要だったんで、久々にお願いして作ってもらいました。スピードがだいぶ速い。めちゃめちゃ速い。めちゃめちゃ速い。これね、躯体の内側に収めるのって大変でしょ。現場やってはる方やったらお分かりいただけると思うんですけど、これね、躯体の内側に合わせるときね、これスンポ出てへんからね、きっちり切っても入らへんのですよ。ですんで、これね、これフリーブラケット現物こんな感じです。で、使い方簡単。もう、いつも使ってるレール切ってください。バリ取ってください。絶対です。絶対です。絶対バリ取ってください。絶対ですよ。これ、4面カバーできる構造になってるんで、切断面には触らなくていい構造になってますけど、絶対バリは取ってくださいね。で、バリ取っていただいて、あとは、レールね、突っ込んでいただくだけです。で、これで、切断面もしっかりカバーされてる状態になります。で、これね、開口の方でも使えますし、背中の方でも、どっちでもご利用いただくこと可能です。ですんでね、重たいのやったらね、3部の前ネジ使ったりすると思いますので、こっちでご利用ください。で、これね、さっきのね、躯体のこう、内側に入れる時の調整の話あったと思うんですけど、これね、まずは、
この1番のところ、この長穴とこの刻印のクロスしてるところ、ここに対してビス打つんですね。で、これ長穴なんで、スライドのね、この調整機能持ってます。で、さらに反対側はしっかりこれ位置が決まるように、こっちは丸穴になってるんですよね。なので、こっちの調整機能、これでだいたい5ミリぐらいスライドするようになってますんで、両端合わせて10ミリぐらい調整が効くんです。ですんで、10ミリ程度ね、レール短く切断していただいてもね、最終的な仕上がりは、このね、きっちりスタイと面になるような形で仕上げることができます。これものすごい綺麗でしょ。こんな感じでしっかり、ビスもね、正面から見えにくいような位置になってるんで、すごく綺麗に仕上げることができますし、これで躯体としっかりつらい位置の下地を作ることができるんです。詳しくは僕らの動画見てください。そうですね、さっきの見てもらった方が。ありがとうございました。こちらトミネンさんのチャンネルでも僕のチャンネルでも国際さんのチャンネルでも出してるんで、もっと詳しく見たい人は僕らの動画を見てください。で村松さん、まあノンタップビスとか、いろいろ僕動画出してますけど、売れ行きはどうですか？絶好調でございます。ちょっとじゃあ視聴者さんに感謝の何かをしてもらおうかなと。感謝の何か。いきなりなんでありがとうございます。違うと言いたいんですけど、今日はですね、電気屋 YouTuber さんのチャンネルご覧の方のためにですね、国際の方からユウさんにね PR してもらって大人気商品になったこちらのねノンタップビス、こちらのミニパック、こちらをですね抽選で50名様の方に差し上げたいと思います。太っ腹ですね、50人も。はい、ありがとうございます。でまた電気屋 YouTuber さんのチャンネルで一緒に抽選しますんで、また見てください。はい、応募方法などはまた後でね、考えて続きはウェブで。はい。でさらに今日はね、富田さんがわざわざ群馬から、これ大阪ですけど、大阪まで来てくれたんで、こっちのフリーブラケット、こちらもですね、電気屋 YouTuber さんのチャンネルで10名様にお送りしたいと思います。ありがとうございます。ぜひですね、その僕の言うてる動書きだけじゃなくて、プロの2人が使って言うてるんで、これぜひね、皆さん一回使ってみてください。さらにですね、わざわざ富田さんが群馬県から来てくれたんで、大阪です。多分500キロぐらい離れてると思いますけど、フリーブラケット、こちらをですね、10個ではありません。10個のね、大体10倍ぐらいの量、富田さんの方に僕からプレゼントしたいと思いますんで、ぜひですね、ワークショップの方に遊びに行ってください。でそこでどう使ってもらっても煮るなり焼くなりしても食べられへんけど、もう好きに使ってもらって構わないんで、これをね、国際から富田チャンネルの方にプレゼントしたいと思いますので、フリーブラケット気になる方、一回使ってみたい方、ぜひですね、群馬県高崎市の富田ラボワークショップの方でお越しください。じゃあこの富田さんのやつは富田チャンネルさんで視聴者プレゼントってことでいいですか？まあ抽選するなりお店で配るなりなりしてもらっていいですか？じゃあまたやり方後で教えてください。わかりました。またテロップなどで後で告知しますんで。じゃあ最後にせっかく来てもらったんで一言言ってもらって締めます。めちゃくちゃいい商品なので、ぜひ皆さん使ってください。ありがとうございます。次は長谷川工業さんのブースに遊びに来ました。おなじみの西岡さんと2人で、ちょっといろんな商品教えてください。はい、そうですね。今年の11月にですね、まず足軽職人さんの中でもかなりおなじみになってきた足軽キャタツが10周年っていうのを迎えまして、10周年記念キャンペーンをやってます。で、それの一応記念モデルっていうのがありまして、これですね。足軽の足伸びの黒。はい。足軽の伸縮するタイプ。これのブラックタイプですね。オールブラック。真っ黒。はい。これは限定？これ限定です。10周年の記念の限定、台数限定で。もう今だけですね。まあ、なくなり次第終了。終了。定番にしてほしいです。そうですね。今までの足伸びって結構重たいんですよ。なんでベースが足軽やから運びやすいと。全然軽いです。そうですね。普通に伸縮形よりかは軽くなってる。6尺くらいだったら結構気合い入れてもなんかあかんかった。今持った感じ、伸びない方のはしご兼用キャタツと同じぐらいな感じ。足伸びで。でもこの色絶対定番出した方がいい。これはちょっとその辺は改めて検討をさせていただきます。サイズはこの3尺から7尺。3から7。はい。展開で。これもなくなったら終わり。とりあえず。台数なくなり次第終了。一応来年の3月までやってるんですけど、3月まで期間中に作もなくなってしまいます。時間的には14ヶ月やけど、台数がそこまで達したらそうです。終了。はい。今のうちですね。そうです。今のうちで。はい。これが本日のにぎわい市
のために一応非売品として発行出展させてもらっているゴールドカラーの足軽。これ何個あるんですか？これは世界に世界に3台だけ。3台だけしかない。3台のうちの1台もでこれですよね。そうですね。これはまあちょっとこの形にくっついてる、まあ形ツールバッグって呼んでるんですけど、はい。まあこれニクスさんがまあ開発されたんですけど、まあそこにちょっと長谷川工業も関わらさせてもらってまして、この足軽をベースにこの形ツールバッグっていうのをまあ開発されたというふうに。足軽やとここで取っ手があるから邪魔にならない。そうですそうです。はい。このワンタッチバーの機能もまあ損なわれない。それも計算されてる。そうですそうです。どうか入ったまま持てる。入ったまま持てるんですよ中に。でなんかこの辺もなんか補強されてるっていうのを聞いたんですそうですね。ここも板が入ってて、こうちょっと重めの工具とかなしてもよれない。宇宙屋さんとかで重たいのボンボンこれ入れるとき。で結構ベランってなってたんです。そうですそうです。で足引っかかったりするから。そうそうそう。ここがしっかりしてるのは嬉しいです。こぼれたりとかするしね。でここで調整が長さがね調整できるんで、高さもこれで調整がかけれると。ああ、アジャストできるんですね。そうなんです。これはあれですか。はい。足軽キャタ専用設計ということでもないんですか。まあ一応足軽をベースに設計しているので、他のでも大丈夫。他のでも一応使えるという風な形です。まあはしご兼用にも。兼用にも。はい。で特にその足軽だとまだこういう樹脂なんで、その内装とかの時に壁とかに当たってマシなんですけど、まあ普通のこういうの結構その出っ張りが出てるんですよね。ここよくクロスにぶつけてね、やっちゃうんですよ。怒られるんです。そう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 。気つけてでもぶつかるんで。はい。それをまあほぼ普通にこのサイドの耳が。ああ、すごいわ。しっかりガードされてますよと。こういう配慮がありがたい。新築とかね、お客さんの家入るときとかこれやったら、でこれなんかすごいそうですね、クッション性が気持ちいいんですけど、座っても気持ちよさそうな。硬くない硬くない座れるし、こうね、仕上げのものとか置いても傷つきにくいっていう。まあ、ここに今日アップにエアコン除湿をもここに結構変わらせてて、で特にそのエアコン工事の方だと使い方は置いといてですね、この上にエアコン一旦設置前に室外機ですね、はい、を仮置きするときに、それも同じでこういうの出てると、エアコン自体が傷ついてしまう。ああ、そうですよね。このクッション製でしっかりと保護する。エアコンも保護する。めっちゃ気持ちいいですこれ。ふわふわしてて。かなりこの中に機能がいろいろギュッと入ってますね。やっぱりそのユーザーさんの使いルームエアコンに特化したって感じ。まあどちらかというとそうですね。まあエアコン取り付け工事ポケットがメインに作ってる。大きいのが1つと小さいのが4つついてるんですよ。リスとか入れたり。中に大きいのボーンと置いて。手前に3つですね。で、奥に2つ。奥は広めのポケット。これワッペンは長谷川さんのワッペンしかついてないですかね。いや、これはついてないです。さすがにこっちだけ。じゃあ1個空いてるから好きなワッペン貼ってってことですね。いや、ワッペン貼ったら自分で分かりやすい。分かりやすい。自分の名前の。確かにそうですね。一緒にならない。分からなくならない。いいですね。あとこの靴下なんですけど。あ、これ気になってたさっき。コーデュラバリスティックで。これもまだ開発段階。でも出すのは決まってる。一応出すのはある程度決まってるという状態。かっこいいっすよね。はい。靴下というか、こちらバリスティック素材で作った脚立ソーです。しっかりしてる。でもここがねやっぱりどうしてもすれてくるんで、工事で強く補強されてた方がずっと使えますもんね。これそこはなんか20とかなってないですか？いや、1枚。1枚の生地で固めてるっていうかしてるんですね。こういう擦れるとこはコーデュラが最強かなと。はい、最強ですね。耐久性大事にしようと思うんですよ。これ結構すぐなくなる。あとあれですよね、洗濯できるですよね、これやったら。あ、お前ね。水洗いでね、洗えるって歌っとるもんね。あ、そっかそっか。ね、中が。そのまま洗濯機に入れれんねや。現場でちょっと汚れた水道で洗って天日干ししとったらすぐに乾きそう。やっぱりセットで欲しいですね。買うときは。コーデュラバリスティックセットで、ブラックの足軽でブラックの上下で決まりって感じです。これもしあれやったらこの辺の金具もちょっと大きいかもう一個なんか丸カンつけ取ってくれたら4つカラビナかなんかでまとめれそうですけどね。はいはいはい。そうやったらなくしにそうやし。そう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 。これやったらちょっとカラビナ入れへん。
ちょっとちっちゃいかな。絶対1個なくなるっすよね。やっぱ4つまとめてね、保管したいから、それやったらいいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今人気のブラックレーベルっていうシリーズ、まあその脚立から足場台からって出してるんですけど、やっぱよくその声いただくのがはしごないんかっていう黒い。確かに脚立の黒はあるけど、そうなんですよ。スライダー見ないですね。はい。ブラックスライダーっていうのをまあちょっとまだこれも参考出展になるんですけど、まあ作ってみましたと。あ、なんか試し的な。はい。でこれがはしごのまあブラック。かっこいいですね。見た目がすごい雰囲気変わりますね。黒めっちゃいいな。黒のハイエースとかにいやもう絶対かっこいい。絶対。そこはもう黒にするのはむずいんですか。あ、そうなんです。あとここと、まあここはちょっともうむずいんですよ。横のこのか締めてるっていうか、まあバルジ加工してるところはどうしてもこういう圧着した時にこのシルバーのが出てきちゃうんで、その手の持つところもとか部品とかは塗ることとかができます。どうせやったら脚立に合わせてこの辺赤の方がいいかなって感じするんですけど。はい。ここの黒につけるから。まああと動くところっていうので。そうですね。これ軽いですか？まあこれは軽いですね。お、めっちゃ軽いこれ。めっちゃ重たいイメージだった。そうですね。かなり軽い。これ 4.2 ぐらいですか？そうです。ちょうど4メーターちょっとぐらいです。はい。でこれあとはまあちょっと問題なのはこのどうしてもここロック金具っていうのがステップに引っ掛けて固定するっていうのがはしごの仕組みになってるんで、これがぶつかるとどうしてもこのステップのところにシルバーが剥げてくるっていう。ああ、なるほど。それは仕方ないですよね。仕方ないです。それがまあヨットするのか、まあもうちょっとここを改良するのかっていう。使う分で仕方ないし、僕やったら気になりだしたらここに滑り止めテープああ、黒の見えなくて。そうでごまかすから。ご意見があれば、そうですね。コメントで教えてください。コメントいただきたいです。YouTube とか、あとあれですか、これがそのインスタとか。インスタのはいぜひ。あ、そうです。はい。でまあいろいろ意見聞かせてもらって、まあそのブラックレーベルシリーズにはしごを追加していきたいなというふうに思ってます。でね、今ちょっと気になったんですけど、ブラックの話出てたんですけど、これ白ですか？これはねグレー。あ、グレーですか？はい定番カラーです。これ定番カラー。なんかもう今までこんな色も見たことなかったからちょっと珍しいなって今ふと思って。そうですね。去年ちょうどここにワンタッチバーってあるんですよ。ああ、はい。これも軽いですね。かなり軽い。アルミベースです。はい。全部アルミで、まあこのなんかグレーのところとかは鉄だったりとか樹脂使ってるんですけど。伸縮じゃなかった。普段伸縮です。はい、僕伸縮です。高専でも片手で持っていける。確か1年間で2時間やったかな。短縮に計算したんです。でこのちょっと去年このワンタッチバー全部つけて、はい、でそのシリーズ化した時に、まあ、ここの今までこの金具も全部結構品種機種によって色がバラバラだったんですよ。でそれをまあある程度統一しようっていうので、でこのまあスタンダードのタイプはこのグレーの色になってて、ちょっと遠いんですけど、あそこに赤いあれ奥、あれ谷間さん持ってた。あれ僕持ったやつ。あ、これは違うんですね。そういう違いがあるんですかね。一応ですね、まあこれに関しては伸縮脚がないっていうパターンで、まああっちの赤いやつは伸縮脚がついてるっていう風な。あと見た目で分かると思う。そうですね。あとは細かいこと言うと再使用荷重とかそういうのもあるんですけど、分かりやすく言えばそういう感じ。なるほど。しっかりしてる。そうです。建築でも使えますよ。これにもいます。確かにアルミがすげえ強い。おすすめ。定番というか足軽だったりブラックレーベルが今人気商品なんですけど、あともう一つちょっと海外のブランドでリトルジャイアントっていうブランドの緑、あ、そうです。緑のやつ。ちょっと今ちょっと見えない。MIT ライトっていう形なんですけど、アメリカのリトルジャイアントというブランドの商品の、まあ、長谷川工業がそれの総代理店してますので、日本で販売してる。
リトルジャイアント。これはあれですか、最後ですよっていう。そうです例のやつですか。再下段のステップですよっていうのが、踏むことによって感覚と音でお知らせしてくれるっていう。最後の段ですよっていう。これなんか前バーじゃなかったですか。そうです。そこでガチャンって寄って最後に1段だよっていうのを足の放送で知らせてくれるっていう。それが仕様変更されまして。あ、今このモデルに変わったんですね。なるほど。長ければ長ければね、そうなんですよ。上見ながら落ちたら分かんないです。最後分かんないですよね。アメリカではその再下段の踏み外しの事故っていうのが一番多いって言われてるんですよ。これもかっこいいですよね。かっこいいですよ。ハイビズグリーンっていうこのグリーンカラーがかなり人気です。結構パターンのやっぱ薄くなるですね。で上もこんな感じで、はい、これがかなり便利。ここがリス入れたり、ね、引っ掛けドライバー10ドラとかさせるんかな。なんかこうドリルこうさせて。あ、ここは10ドラでっかいのもいけるんですね。フックで。フックでいけますね。で、日本の形はやっぱり壁面に対して近いですよね。こっちの方が。そうですそうです。戻った時にこう壁があるとここで仕事できるから、でここに物を置けるから作業効率がいいかな。かなり適面に近く、まっすぐこっちがここに乗って一番上に乗って体重ここに預けれるからみたいね、作業が足疲れなくていいですよね。細いとこ乗ってたら足痛なってくるんですよ。そうそうそう。これはいい。でこのグリーンの色にも一応そのデザインっていうだけじゃなくてちゃんと理由がありまして、日本でいうと黄色とか FRP のファイバーのそうですそう色でですすよね。あれが視認性高いって言われてるんですけど、アメリカではこのハイビズグリーンっていう色が一番その視認性が高いと言われてるっていう。今気づいたんですけど耐荷重高いですねこれ。そうなんです170キロですね。やっぱりアメリカ製品やからアメリカ人のマッチョに耐えれるように。100キロ超え多分優に。ざらにでかいさんいたから。ほなあれね、僕らなんぼ重い腰道具しても大丈夫ね。はい。あ、これもなんかくれる。そうですね。それも今回その仕様が変わって新しくついてる機能で。あ、これも前なかったんですね。新しく追加されたってことです。何度もこれですね。すごい。大体電動工具ってフックついてるんで、これよく気づきました。両方ついてる。両方ついてますね。左右。これいいね。これはいい。はい。ありがとうございました。長谷川工業さんのブースに遊びに来てもらいまして、西岡さんから最後一言言ってもらって終わろうと思います。お願いします。はい、本日は、ありがとうございます。一応こうやっていろんな商品の開発だったり取り組みっていうのに、引き続き取り組んでまいりますので、これからも長谷川工業よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。次は宮永さんのブースに遊びに来ました。なんかおすすめの商品とかあれば。おすすめの商品。電気の方だとあっちの方であったんですけど、コアドリルというのが電気の商品で、エアコンの蓋穴開けのコアドリルと、換気扇用のコアドリルの蓋穴開けのサイズ。換気扇。これは素材は色で区別するんですか。いける材料です。サイディングとか用がコンクリートもいける。いけます。用途によっては合わせる。これがコンクリート用で、こちらが金属のサイディングと、あとロックサイディングと開けられる。サイディング用。はい。要するに木を開けたりする。あ、これが木用になるんですか。あと養業系のサイディングを使って、これのもうちょっと発展場がこっちになってる。宮永さんのこのいいのってこれで変えれるんですよね。うちのコアというのはワンタッチで取り外しが簡単にできます。ここを引っ張っていただいて、ちょっと回してもらうと簡単に取れる。取り付けもこの丸い穴のところに合わせてもらって、こうグッと押してもらって、で一発で。ここも簡単にできると。はい。なので例えばここにくずが残ってしまって取るときっていうのは結構皆さん苦労されるんですけど、それからこう引っ張ってこれ外してもらうとこれをポンポンでやってもらいます。出せる。結構取るの手間やったりするんです。でこのセンタードリルも簡単に外せますので。下穴でまず開けて、でこれだけでいく。はい。いけます。好みにして最後に。いけます。なのでこのシャープ1本あると用途に合わせて、そうか全種類こうコンクリートの開けたい場合は変えてるんです。だから用途に合わせて刃先を変えてもらうことができますので。切りも変えれる。はい。そうか、取れたら変えれる。はい。その開ける用途によってこれは木材用のセンタードリルなんですけど。はい。コンクリートもいける。そう、ALC とかそういうのも開けれたりする。はい。開けられるようになってますので。一式で買わんでいいから、後から考えたら安くなるんですかね。そうなります。そういうことですね。難しいでも。はい。
なので、刃先がいたんなら刃先だけ買うこともできますし、先端ドリルがいたんなら先端ドリルで買うこともできますし、まあ、シャンク、これことないですけど、まあ、シャンクも誰なのかシャンクも変えられるようになってますので、まあ、その辺のコストダウンでは狙えると。ありがとうございます。宮永さんでは他には、あ、これいいですよね。これありますか？こちらになりまして、ホルソーのイメージが。ああね、これアンカーのやつですよね。知ってます？これめっちゃ便利なんです。めっちゃ便利。ショート用ですかこれ？これはロング用です。ロングピン用。これ考えた人がほんまにちょっとね、これはすごい。そう、ハグしてあげたいぐらい。まあいろんな使ってます。いろんなメーカーさん出してるんですけど、うちの場合はこれが落ちないように磁石が磁石だけじゃなくて中に実はオーリングが入ってる。これよう落ちるんですよ。使ってるとポトッと落として分かっていらっしゃる。これはうちの場合このリングが入ってるんで、それでゴムリングで落ちない。ちょっといいですか？はい。これを知らない人がおると思うんで何をするものか。これアンカー、これの3分のロングですね。内部打ち込み式か。で、切りの長さももうここまでしかいかないので打ちすぎることがないですね。もういっぱいまで打って、で、今までのやつだといちいち切りからピン打ちに変えないといけなかったのが、これもパコってはめるだけでそのピン打ちもいきますよと。要するに今までやったらこのマジックやらミニ手でアンカーの長さを印をしてたってことですよね。で、天井面とか長い切りするとね、なかなか深さ分かんなかったりするんですけど、これはもう打ちすぎることがないから、その抜ける心配もないですよね。誰でも使えるってことですね。で、これからピン打ちに変えるのもなかなかめんどくさいね。だからもう上からカポってかぶせるだけでピン打ちになるんで、これはほんまにすごいノーベル賞あげてもいいぐらい僕は思ってます。大活躍。手間を省ける。シェイクアンダー。これ何かというと、エアコンの穴開けをしてると、エアコンの下だって65パイが大半だと思うんですけど、最近ブランドエアコンから70パイとか、80パイとか開けることがあるんで、もともと穴が開いてたところに穴を広げたいということあると思うんですけど、その場合どうしてもセンサーがないとこのまま開けるとブレていくんで、開けられないんで、もともと開いていたコアをセンターにしてしまう。あ、そういうことね。これ入れて拡張したいときに。拡張したいときに。なかなかテクニックいるんですよね。ちっちゃい穴からでっかいのにするの。これをセンターにしてしまって、角形シャンクとを使うと穴を広げられる。60を70にしたりとか、そういうことができるんですね。便利グッズです。便利グッズです。ありがとうございます。まあ他にもね、タケノコとかホルソとか、ホルソも買えれるやつがある。さまざまないろいろなものを売られているということで、最後に一言言ってもらって締めたいと思います。コアとか穴開けとコンクリートドリルとかには非常に強いメーカーになりますので、そうですね。今後ともごひいきいただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。次はピカコーポレーションさんのブースに来ました。見てもらって分かるように、ピカコーポレーションさんとは主に何を作られたりしている会社ですか？はい、ピカコーポレーションはアルミ製の脚立やはしご、作業台を作っているメーカーになります。では今日のいろいろあるんですけど、一押し教えてください。はい、こちらですね。弊社の伸縮脚立のスタッピーという特許製品がございます。何ができるんですかこれは？こちら今まで皆さん足伸びの脚立という従来のこういう足が伸びるような脚立っていうのはご存知でしょうか？ご存知です。はい。これ、今までは膝を曲げたり腰を曲げたりとかして結構操作が大変だったり、なかなか伸縮ができないっていうことがあったと思うんですけども、弊社に関しましては、こちらの裏にレバーを作りました。上から2個目に？そうですね。下から3段目になりますね。下から3段。長いものもありますので、こちらを握るだけ。すげえ。こちらを握るだけで足が伸びます。めっちゃ楽。もう一回お願いします。すみません。はい。こちらを握るだけ。で、すごい。そして一応このレバーの端っこを握るだけで1本ずつでも足が伸ばせます。で、これ反対側も同じですか？はい、反対側も同じになりますので、これで4脚同時に足が伸びると。すげえ。はい。それすごくないですか？ね、こうやったらこちらからどうやるんですかね？片方だけレバーの端っこを握ってもらえれば1本ずつでも足が伸びます。これレバーとあって離すとロックはかかってる。こうできる。そうです。いきますよ。今これこの状態で障害物があって、めっちゃ良くないですか？一発ですね。これなかなか合わせるのにちょっと狂ったりするんですよね。はい。金額はこれはすごい。
うちの特許製品になっておりますので。ちなみにスタッピーにつきましては僕のチャンネルで今度ちょっと詳しくやろうと思ってます。音とかもつらになってるんですね。今まで飛び出てたりするのがあったと思うんですけど。そうですね。一応こちらに関しましては種類がありまして、こちらは脚立、専用脚立になってます。はしごにはならないタイプになっております。なので、こういう普通のものよりも鉄の部分を少なくして軽量化っていうのができております。一応スタッピーシリーズかなりシリーズ展開させていただいておりまして、こちらの足場台もマジで使っていいです。それめっちゃいいですね。立ち馬でそのワンタッチでできたら、馬でそのまま伸縮ができて、これは天馬に関しても上でスライドができるので、伸びるんですか？はい、しゃがむことなく上も横も全て伸ばすことができる製品になっております。職人のことを考えて、そうですね。これから、はい、開発させていただきました。じゃあ最後いろいろ触れて終わります。はい、ありがとうございます。ああいうあれなんて言うんでしたっけ？ローリングタワーですね。ローリングタワーも作ってるし、その脚立、お立ち台、はしごとか、はしご関係ですね。もあるんですね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。最後に視聴者さんに向けて何か一言あれば。はい、弊社に関しましては、皆様の安全を守るためにいろいろな製品を作っております。機会がありましたら、ぜひこのスタッピー触ってみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。次はスーパーツールさんのブースに遊びに来ました。で、スーパーツールさんというと、主にどのような商品を特化してるんですか？結構幅広く、オールジャンル。今回と配管工具、今回出た配管工具がメインのところが多いと思うんですけど、配管工具メインもこういった一般的なスパートだったり、モーギアだったり、それ以外にも今回ちょっと持ってきてないんですけど、スリークランプだったり、フレンチだったりやってるんで、結構幅広いジャンルでやらせてもらってるメーカーになってますね。じゃあ今日持ってこられてる中で、面白いんじゃないかなっていう電気屋向けの。電気屋ですか？電気工事屋向け。設備系で言いますと、ちょっと変わったとか変わってるよとかいうのがあれば。ウォーターポンプライとかまたちょっと別ですかね。使いますよ。僕ら使いますよ。これとかだと結構従来のものだと、そうですね。いろんな系使えると思うんですけど、そのためにちょっとこれ調整しないといけないと思うんですけど、こっちのフライヤーだと、いいですね。狭いものを挟むにもこう。ちょっと太めの挟むにも自動ってことですか？はい、自動？あ、すげえ。自動で調整されるんで、ワンクションで手間なく挟むことができる。そういうなってます。握っていったら一番いいとこで挟んでくれると。そうですね。もうその商品の大きさに合わせて、その使うものの大きさに合わせて、ですけど、指1本分だったらここで止まりますし、3本分だったらここで止まりますし、感じの使い方ができる。これのパッケージはないんですか？パッケージはこちらです。はい、これね。スリムヘッドウォーターポンプフライヤーフルオートタイプ。おいくらですか？こちらがですね、定価でだいたい230円ぐらいなんですけど、あ、これいいな。パッケージがですね。好きなサイズ。結構強いですね。そうですね。結局これ止まるってだけなんで、最初遜色ないパターンなんですけど、結構な強さで勝負できます。で、もう一個いいなと思ったんが、これはスーパーツールさんのやつですか？そうですね。ここがね、アンギラって、僕らアンギラって呼ぶんですけど、ちょっとこう薄いから手が痛いんですよ。でもこれ分厚くて力入れても手にね、クッション性があるのは、その握りやすい。もう一個円がな。こちらの抗菌仕様でもなっているんで、こちらもいいですね。抗菌です。まな板みたいな一緒で抗菌です。そういうことですね。スーパーツールさんでは先ほど言われてたように、このようにいろんなものが売ってます。あ、これかっこいいんじゃない？こういう工場とかにこうやって置いとく車屋さんとかね、プロ用デラックスコートセット。これもセットで出されてる。セットでこの中も入ってて。中も全部入ってて。うわこういうの憧れですよね。工具好きには。またこれはちょっと違う部品なんですかね。これは3部でこっちが4部なんで、車とかだったらこっちのいいかな。いいですね。仕分けもぐちゃぐちゃにならない。そうです。なくなっても何が足りなくなってるかってすぐ一発で分かるですもんね。じゃあスーパーツールさんのご紹介でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、電工さんならご存知、マーベルさん来てます。ということで、お世話になってます。今日いろいろ展示されてるんですけども、今ちょっとマーベルさん新しく出たのが、ちょっとこれ紹介したいなと思うのがありましたら、ちょっと先にお聞きしとこうかなと思いますが。はい。新商品は、この水平器ですね。あ、これはもしかして
コンセントの開口になるっていうやつですか？従来の商品っていうのがこちらなんですけども、あまあ、スイッチボックスの大きさなんですね。このスイッチボックスの大きさに毛がいて、引き回しで引くと、実際のスイッチボックスより若干大きくなる。2、3ミリ大きくなりますね、どうしてもね。だからそれを踏まえて、ちょっとちっちゃくなってるんですか？縦横厚みを3ミリ小さくしています。僕いつもだから鉛筆の内側を削るようにしてましたね。そうです。そういったお客さんがよくおられるんで、まあ、そういったことを踏まえて考えて3ミリ、一回り小さくして。それを見越して小さくしたんですね。はい。実際結構小さめに切ってもコンセントも入りますもんね。入りますよね。むしろ大きかったら収めにくいからね。そうですね。取り付け枠にピタッとくっつくんですか？磁石変わりましたね、配置が。磁石がね、これまあ特徴というのが、中空洞になっています。はいはいはい。すごい。これアクリル詰まってないんですね。はい。空洞になってるんで、まあ磁石も内蔵中にしてるんで、まあ砂鉄とかついてもすぐ取れる。あ、上からさっとこすればという形ですか。あと空洞にしてることによってメモリも内側に振ってます。中にいくことないんですね。そしたら。こすれても消えないんで。結構長いこと使ってるとメモリなくなってくるんですもんね。メモリ何もつるっとしてる。中に内側にメモリ振ってるんで消えることないです。今触って気づいたんですけど、これ面丸くなってるから強そうですね、角が。大丈夫です。そうそう、これ落としたら結構割れることありましたもんね。これね、まあ一応落下防止の紐も取り付けはできるんですけども、まあ万が一落としても落ちない。で、万が一落としても割れない。軽いですね。そもそもが空洞なんで。で、かけることもないので、非常に強くなっています。結構いろいろ進化してますよね。中にこう中心線あったりとか、この手書きの穴の位置が3つになってたりとか。トルソーの穴も3つになってますんで、まあ従来よりだいぶ進化した製品になってますね。これはいいな。これも発売されてるんですか？これが11月1日に発売したところで出たばっかりです。ちなみにおいくらですか？定価で2850円。だから従来品より一応安くなって、これが定価3400円なんで。下がってるんですね、値段。そうなんですよ。商品は良くなってるんですけど、価格的にも。なるほど。ありがとうございます。はいですね、いいですね。結構演出してましたもんね。そう、なんか結構割れるとショック大きかった。ね、割れたり、やっぱりなくされるって方が、やっぱりちっちゃいものなんで多いんで、まあそういったことで、今回、新製品として。今ちょっと僕目ついたんですけど、これ、空中状態というかワークポジションだと思うんですけど、これ結構幅広いですね。幅広いです。通常は100ですね、この辺が。全部100なんですけど、それに比べてこれは150で広くしているんです。腰の負担の軽減。そうですね。まあやっぱり腰道具、ここにね、約10キロないし、まあそれぐらいつけるんで、やっぱり腰にかかる負担っていうのが非常に多いんで、まあそういったことを踏まえて、幅を広くして、あとは中のクッションですね。まあ、分厚い。この辺のクッションで、まあ腰の痛みを軽減する。なるほど。負担を軽減してるっていうのが、一応特徴になってますね。ここのバックル、これ何ですか？これは、まあ、通常のワンタッチバックルっていうのが、通常、まあ、これが通常の普通のワンタッチバックル。はい。まあ、見てもらったら違うんですけども、こちらは、まあ、これですね。今伸びたんですか？ワンタッチで25ミリ伸びます。微調整というかできるんです。これって一回決めたら同じサイズしか関係ない。そうなんですよ。ワンタッチはね、一回最初ね、サイズ決めると、なかなかまだサイズ変更というのはしんどいんで、この時期こう冬場、着込んだ時とか、お昼一発目とか、お腹いっぱいの時ね。そうですね。苦しいよね。これでは助かるんですね。これワンタッチで伸びますんで、非常に便利になってますね。いいですね。ありがとうございます。これいいね。これいい。すごくいい。食べ過ぎた時とか。そう。緩めたりできるから。お腹出た時ね、苦しいんですよね。ちょっとこれどうしても見たいんですけど無理ですかね。振りかかった。こう配管ちっちゃいのがないから、この切るものがない。そうなんですよ。これもプリカ切れるんですか？そうなんですよ。プリカ切れます。これが予備計30までのタイプで、まあその30がないんで、これが何ですか？これが39？入れへん。プリカも結構切るのね技術いったりしますもんね。これ映えると思うんですよ。ノコギリやと結構時間かかるし。プリカナイフでしたらね時間かかるし、ハサミやったらちょっとぐちゃぐちゃになるし。バンドソー持ってたら大切だし。一発でねカチャカチャカチャって切れたらいいですよね。これが見たいけどな。ユウさんよう使いますよね。そうなんですよ。これ防水は無理なんですか？防水もいけます。いけるんですか？はい。これもでかいのあったら小さいのも対応できる。ってことも兼ねますよね。はい、大丈夫。ってことはもう大きいの1個あれば僕らね、そうなんですよ。細いのも大きいのも使うから、これ欲しいです。これがいいですね。
残念ながら今日は見れなかったですけど、これはすごいいいと思います。今までなかったですね、プレーン買った。まあ、こんな感じですかね。これ、マッチョにこれ買ってなかったですか？うん、これいいですよ。いいストリッパー。こういうストリッパー。かっこいい。赤黒。あと僕のおすすめ、これ。パーケー出ますよ、めっちゃ綺麗な。ステンレス。そうで、柔らかいのと硬いので切り替えれるんで。あ、そんなんね。シーチャンもめっちゃ綺麗です。はい。ありがとうございました。マーベルさんでした。ありがとうございました。OK です。次、京都機械工具さんのブースに来ました。ナビゲーターで行ってください。はい、KTC さん来てます。説明とかお願いしていいですか？はい。ちょっと僕らの業界じゃ KTC さんもしかしたら使ってる方いないかもしれないですけど、僕ちょっと趣味で車とか触ったりしてるんで、ちょっといろいろ気になったら聞いてみたいと思います。今、まあこれツールセットですよね。はい。工具セットはセールやってまして、はい、セールの時は限定でこんなちょっとカラフルなカラーっていうバリエーションがあれカラーやったり。これ今だけですか？今だセール期間限定数量いくらなんですかこれ？それでですね、通常ですと積み上げでいうと14万超えてくるんですけれども、はい、キャンペーン価格といたしまして今この赤字の8万9800円からさらに安くしてくれるってことですね。はい。カラーも今展示はオレンジですけれども、こんな紫ですとか白、さらにはマットグレーというのが限定色であります。通常定番と言いますと、まあレッド、シルバー、ブラックになるんですけれども。そうですね。オレンジ可愛いですね。可愛いけど。ガレージには構えです。ちょっと心揺れてんねんけど今。ちょっと後でゆっくり考えますわ。はい。あとなんか一押しのいきますか。そうです。こちらの業界、管材を配管、パイプとか切断するときにこういうラチェット式パイプカッターっていうのを出させております。通常こういうようなものでパイプ切るとき回しながら刃を食い込ませて、つまりこういう回転とこういう、入れ込んでいく動作、二軸動作になるんですけれども、こちらがですね、パイプカッター自体はもうラチェットになってるんで、一つはくるくる回さなくていいと考えます。で、セットしたらカチャカチャとラチェットで勝手に中の刃の部分が回転していくんですけれども、これだけではパンの周り傷つけるだけなんで、切断するためには刃を食い込ませてやらないといけない。そんな時にここチョボがついてると思うんですけれども、はい、これは回転しますとこのボルトがですね、いわゆる刃をどんどん食い込ませるボルトになってまして、1回転しますと自動的にねじ込んでくれると。しまっていくってことですか？そうですね。これでやれるんですかね？そうですね。やってもらっていいですか？ごめんなさい。ちょっとパイプが固定できてないんで、ちょっと切断がさすがにできない。多分これでもこれで切ってきてるってことですか？これで今刃が食い込んだという形になります。これでいきます。このいわゆる繰り返しだけですんで、切れてる感すごいある。ちょっと本来でしたらバイスとかで固定していただいて、切断していくっていう形にはなるんですけれども、あれ切れていってるね。一応このボルトが食い込むところがやっぱり一番力がいるんですね。これバリも出えへんからヤスリもいらんってことやね。押し切りになるんで切り込も少ないですし、バリも極力少ないので、ちょっとリーまで下がり立ったらいけるぐらいですね。簡単、なおかつ管の周り回さなくていいんで、壁際の配管ですとか並んでる配管、さらには地面に埋まってる埋設管なんかは掘り起こさないといけないんですけども、そうですね。これが配管を1回転できないところはこれ仕掛けてずっとラチェットすれば勝手に切れていくっていうことですね。便利や。それ以上にこういったものもKTC として出させていただいております。ありがとうございました。KTC さんでした。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ライトもいいですね。次はロブテックスさんに遊びに来ました。いろいろ商品を展示されてるんですけども、
おすすめ商品教えてください。じゃあ、この、エアコン女子さんがね、今日も来られてましたね。はい。はい。デンブルソケットのストロークっていう商品がございまして、特徴としては36ボルトのインパクトドライブが増えてきましたので、それに対応できる、軸の折れにくい強いデンブルソケットというのを開発しまして、36ボルト、マックス40ボルトマックスっていう。もういけるんですね。が一応したということで。そうですね。で原理としては軸は長くなってまして、自動に対して強い、トーション効果っていうのが、それで強くなってるのと、この圧入の部分も今までは叩き込みみたいな、穴に対して六角軸が入ってるような感じなんですけど、今回は穴自体も六角になってるので、面と面が当たるようになってます。力が伝わりやすい。そういうことですね。なっております。その他、これは何ですか？アンカー。これはですね、ブラインドリベットっていう、鉄板と鉄板を止めるときにリベット打ちをするんですけど、それがコードですね。へえ、便利そうです。今は実践はできない？今はちょっとわかりました。リベット。あとはペンチとかニップバーとか、モンキレンチとか、ハンドツールいろいろやってるところですね。アンカーとか。そうですね。油圧も。油圧の圧着で150スケまでいけるやつ。便利ですね。ありがとうございます。ありがとうございました。ロブテックスさんでした。トップ工業さんのブースに遊びに来ました。トップさんといえば何が一押しですか？全部一押しだとは思うんですけど、今日の売りというか、珍しいのとか、面白いのとか。一応、うちとしてはモンキーレンチ。これ、一押し。新しいですよね。マスターにお願いします。さあ、いいですか？どうぞ。これはモンキーってね、従来のやつってこの刃の遊びがあるんですけど、閉まる方には動かないんですよ。なんで挟んだらそのまままっすぐいけるっていう。で、抜けるんですよね。まっすぐ挟むけど、ちょっと刃が抜けやすく開いてるんで、緩めんでもそのままいけるんです。モンキーって抜くとき結構イラッとね。ガタない分、この刃の字で刃がちょっと開いて締めれるんで、締めて緩めんでもそのまま回せるっていう。刃が薄くなってるんで、ダブルナットかけるときとかに僕はこれ使ってます。こっちが普通かな。ガタないんでこれめっちゃ使いやすいです。ガタゼロやね、噂の。ガタなしモンキー。これほんま1本あったらいいですよ。抜けるってのがいいですね。緩めんでも。あとはこれですね、電気屋の定番の。電気屋さんって絶対持ってて、これもいろんなサイズがあるんですね。そう、これもともとこのセットがあるんですね。いいですね。絶対いるもんね。で、こっちは17、14円が配管系かな、設備屋さんとか使う。で、次は、そうですね、あの辺りのソケット。これいいです。あとね、超ネジ用。たまにね、ボックスの2超ネジあるじゃないですか。出てくるですね。照明器具とかね。結構あってもいいかな。これなんかワンタッチビットジョイント。これ何ですかね？プラスチックの刃つけたままいけるやつかな。だから抜けやすいんですかね。こっちにプラスドライバーつけてて、これ何ですか？これビットジョイント言うて、ビットを刺した状態でキリとかを下穴開けて、でそのままビス締めっていう連続作業とかで使うやつなんですけど、これこっちが普通にスライドでロックする状態です。でこっちはカチンカチンで手動でやらないといけない、あえてそういう仕様になってる。でメーカーさんによってはどっちもバネで戻るタイプもあるんですけど、やっぱりこの組み合わせが一番使いやすいということで。実演できます。こっちが普通に止まるやつで先が抜けやすい。こういうことで、こっちはバネで戻ります。で、こっちはこういうことですよ。こっちにだ切りをつける。そうか、ビットもプラスビットもいいのか。こっち側が基本的に切り側ですね。抜けさせが早くて、そうです、確実そのままですけど。で、その作業がこっちの組み合わせの方が確実ですよっていうことですね。こっちもバネだと何かの拍子でビットもそのまま外れちゃったりとか、インパクトにプラスビットさしてる状態で先に切りをつけると、でこっち抜いてすぐビスの方で止めると、で戻して下穴開ける。これがそういうことです。便利グッズ。このステッカーもらっていいやつですか？何枚ぐらいいきます？ 6人分もらっていいですか？
2、3、4、5、6。ありがとうございます。これとオレンジと黄色って何か意味あるんですか？正直なことを言うと、仕様変更し途中だから。オレンジの方が仕様変更後。そうです。こっちが新しい方ですね。そうです。なんか違うんかなと思って。若干変えてます。形状とかですね。これは実演できるやつですか？何ですか？滑らないですよっていうのが売りでございます。食い込んで、おお。すげえ。パイ噛んだら離さない。これ網とか乳製器がちょっとついてても大丈夫そうですね。で、なんていう商品名ですか？これ合わせフライヤーっていうので、横から見たら分かると3枚になってる。板が3枚で。ああ、そういうことね。これはこっちが電気屋さん向けで、こっちが設備屋さん向けみたいな、こっちがマイナスになってるのと、こっちがコードとか、まあドライバー持ってない電気屋さんいないんで、これスタッフ使うとき。これネジ直し。そうですそうです。ポストに入れていってネジ山直すって感じですね。で、後ろにソケットとかをつなげられるんで、で長いソケット使えばそのまま飲み込みながらいけますよ。どこにつくんですか？この後ろの六角のところですね。これが17ミリの。すげえ。電動になるってこと？すげえ。これだから飲むやつが長ければ長いほどってこと？そういうことです。手で回していかんでもこれでブリブリって。どっちでもいけるってことやね。手でもいけるし。これめっちゃいい。で17になってるってことやな。17の12角。これはパッケージありますか？はい。大事です。今汎用品なんで、必要なものを買っていただければ。これはいいんちゃいますね。これな。押し道具に忍ばせといたら17って僕ら持ってるもんね。要するにこれでもね。ダメ。12角。はじゃあ皆さん買うときは気をつけて。これいい。世界のトップ工業さん、ありがとうございました。やっぱりトップ工業さんって言ったら僕ら電気屋ではね、もうほんまにこれであったりいろいろモンキーとかお世話になってるんですけど、僕らのチャンネル電気工事なんですけど、やっぱりトップさんを使ってるユーザーさん多いと思うので、最後に一言お願いします。新製品のアイデア、皆さんのアイデア、すごく待ってます。うちのネットのページとか、ツイッターとか、そういったものでつぶやいていただくだけでも非常に助かります。皆さんの助けになれば、こちらとしても嬉しい、お客さんも嬉しいっていうところで、ぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いします。トップ工業さんをハッシュタグにしてツイートとかインスタしたらいいってことですかね。インスタやってないんですよ。ツイッター。ツイッターやってるんで。OK です。じゃあ皆さん、アイディアあったらツイートしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。次は、ドギューさんのブースにやってきました。マスターにお願いします。はい。なんかおすすめの一押し商品があれば教えてください。電気屋さんに一押しの商品というとですね、ドギューだとこういう倍力ダブルカッターという商品です。で、これ何が特徴かというとですね、刃先がこっちでもこっちでも両方切れるって刃先。ここで切るんですか？両方切れるんですよ。2箇所で切れる。で、電気屋さんの場合2箇所で切れるとですね、何がいいかっていうとですね、このダウンライトですね。ダウンライト開口したときに、こっちか。そうなんです。M バーも C バーも出てきますけど、M バーが特に出たとき。こういうことですね。上から切れる。これがもう最大の特徴です。もう一回やってもらって。ここ下の刃で、ここの縦に向いてる面をまず切ると。はい。これ結構手入れて、上でこうやって切ってたら大変やったんですよ。そうなんです。すごい。これが簡単にできるよって道具なんです。で、ここ、今 M バーあるので、実際切ってみるとですね、こう差し込んでもらって、一回切ってもらって、もう一回切ってください。そうすると真下まで行きます。起こしてきて、上の刃を入れるだけ。すげえ。これがいい。そうなんです。これがすごく便利だっていうので、電気屋さんで売れてます。はい。狭い。
今の教えてもらった商品は倍力ダブルカッターっていう商品です。皆さん検索してみてください。これはいい。はい。もう一つさらにいいのはですね、電気屋さんの場合、この M バー以外に C ちゃん切りたいなって時があると思うんです。それもですね、実はこの倍力ダブルカッターだと切れます。簡単にこっちでも切れますし、こっちでも切れる。両方切れます。かなり切断能力も強いんですね。そうですね、倍力構造になってますので、通常のハサミに比べると切断能力は高いです。はい、もうダウンライト開口した時の経点切るよって感じで。そうです。もうそう考えていただいたら。で特にこの100パイとかですね、今もっと小さい75とか増えてきてるんですけど、75でどうしようもなかったのがですね、これだったら簡単に入る。おお。助かりますね。はい。ここにあると思えへんかった。そうなんです。電気屋さんのために作った本当商品です。はい、でその後ですね、ちょっと商品をケーブルを引っ張りたいなって時ですね、やっぱ手怪我したくないのでこういうのを使っていただくと手の代わりに引っ張ってこれるよ。いいですね。ケーブルフック棒になります。特に最近非常灯とかどんどんちっちゃくなってきてるから、はい、指が入らない。いいですね。はい、ちょっと見えてるけど取れへんみたいな。そうなんですよ。シチュエーション結構あるんで、はい、ここいいですね。そんな時に使っていただける。で常に持っとけるっていうサイズ感なので、腰袋にスポッと入るし、がこの商品ですね。ケーブルフック棒っていう商品。これめっちゃいい。腰道具にも入れとけそうなサイズ感ですね。あ、これ取ってもらっていいですか。これはい。これがね、マジですごくて、ナット回すやつですよね。そうです。はい。これ使ったことあります？これ、そう、ナットを回すし、ずん切り回しもついてるんです。あ、そうなんや。それは知らんかった。回すだけじゃなくて、ずん切りも締めれるよと。ここにあるんですけど、ナット回しと、だから下からナットをこう上まで開けていかなあかんときにね、カリンカリンカリンってやるやつね。こうやってやつだけど、ここのゴムのリブが交換で、こうなる。めっちゃ、例えばこれがずん切りとしてナットを今まで手で上げてたけど、そういうことだよね。カリ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 で上げていける。でしかもここはずん切り回しになっていると。さらに3部4部ともにいけます。兼用なんです。3部4部兼用なんです。それはすごいですね。これ最強ですね。あれ大きいのとちっちゃいのね、両方一緒なんですか。両方一緒です。はい。で、ゴムが擦り切れたら交換もできると。劣化でしてきた時のゴム、交換ゴムも用意してます。すごい考えられてるので、これはほんまに便利です。一石二鳥工具が多いですね。そうですね。一石三鳥です。それこそ3部4部兼用で、兼用作れるんですね。兼用難しいんですけど、はい、作れるんですよ。手前が4部で奥が3部っていう感じで、2段合計で。はい。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。いえいえ。でこんなところで、あと最後ですね、電気屋さんにちょっとお勧めしたのはこの X カートってこれなんです。これ台車になってます。はい。でワンタッチです。平台車です。もう一回やってもらっていいですか。そのとこからいきますね。はい。あ、これはすごい。これ VA とか多いね。いいかも。あと推奨はしてるわけじゃないんですけど、床下潜るときに使う。ああ、スーパーマンみたいな感じで。ほんならこれ人一人ぐらい乗るのは問題ないんですか。これちょっとそうなんですね。そうですね。これなんですけど。実際耐荷重は65キロって設定させてもらってるんですけど、床下潜るぐらいだったら、お使いになる方多いですね。ちょっとした材料を置いとくとかでもいいですよね。で、この丸リングは何なんですか。これでですね、実際この引っ張っていただくロープがついてるんですよ。ああ、そういうことか。こういうロープがついてますので、それは標準装備で。ついてます。はい。ここにいただくと、このロープと袋までセットになった状態で販売してます。これいいですね。これはパッケージありました。こんな状態で販売してる商品名とかが書いてるやつ。 X カートっていう商品。 X カート、はい。カタログとか。今のこのかっこいいのは X カートっていう商品です。
参考価格が書いてないのか。あ、1750円。まあ交渉次第だって感じですね。はい。じゃあいろいろね、土球さんは他にもハンマーとかね、いろいろ出されてまして、フックとかも、フックとかも便利なやつがいっぱい出てますので、まあ電気屋さんにはね、かけ離されない存在となっております。いつもありがとうございます。ってことで、僕のチャンネルでは電気工事のユーザーが多いんで、最後に締めの一言お願いします。はい、電気工事屋さん向けの面白い商品作っていきますので、またよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次はヒットツールスさん、ヒット商事さんに遊びに来ました。カッピー、今日の一押しといいますか、面白い商品なんであれば教えてほしいんですけども。ですね、電気関係で言うと、この梅毒の電線カッターで、梅毒の電線カッター、これ、手元の方がグラスファイバーになってますので、絶縁になってます。おー、すげえ。はい。で、通常のカッターとちょっと形が違うのは、太いものでも切りやすいように、梅毒の構造になってます。で、ケーブル ACSR 線、電線とかの電信柱間の電線ですね。そういったところにあるような、ピアノ線が入ったやつとかっていうのを被覆ごと巻き込んでちゃんと切れるように。一般的に電気が通った線っていうのは切らないです。ただ、電線を切り終わって下の方にとして、じゃあこれからちょっとばらそうかっていうのが書いてあっても、電気って実はちょっと残ってるんですよ。じゃあそれで普通ので切ってしまうと感電して事故ってなるぐらいだったら、こういう節電されてるということですね。そしたらっていう形に。おー、すごい。2万ボルト、5分間。そんなに。使用電圧としては7000ボルトまで。万が一、基本的にバイパスしますんで、活性を切るっていうことはないですけど、万が一切ってしまった場合でも、人間は感電しないようになってます。万が一を考えてくれてるんですね。ありますもんね。どうしても人間ですからミスはあると。そういう時に、やっぱり安全性を考えて使っていただける。すごい。あとは長さ的には、カゴ車、いわゆるバゲットですね。バゲットの上に登った時に取り回しできるような。何スケまでいけるんですか？ACSR で120スケまでいきます。ので、ここら辺が電気関係だと、電力会社さんとかにも、勧めている商品。あれはずん切りですか？この辺はずん切りもカットですね。刃物はちょっと外してるんですけれども、刃物を用意していきます。こういう刃物がありますので、例えばこれステンレス用とか、サンプとかっていう形で、対応できる。電気がいらないというのはすごい便利ですね。切りに関しては、それを刃を使ったもので、こういったものも出してます。インパクトに10ミリのソケットつけた状態で、これは刃物これめっちゃいい。ただ、先に言うときます。結構2キロ近いんで、高いので、天井のやつをバンバン切るんであれば、素直に、電動工具ベースあと定価もそこ。今切ってもらうことってできますか？できますよ。ただ床にアンカーを切ってとか、例えば横向きに生えてる、これがこっちでもこっちでもこうでもいけますんで、ちょっと立てて持ってもらっていいですか？見やすい方がいいかな。こういう、例えばこっちですね。これで、噛みましたと。では、いきますね。何ボルトですか？ちなみにインパクトは。これは、18で難なく切れると。これいいですね。パワーがあればあるほど切っていくのは早いんですけど、結局叩いてますんで、今度こっちでやっぱりあるので、一応使用推奨としては、トルクで90以上で、90から160の範囲内で切ってもらうのが一番推奨はしてます。バリも出ないですしね。そのままナット通りますので、ナットも通りますよってことですね。いやー、すごい。こんなんあんねや。初めて見ました。僕も初めて見ました。面白い。デメリットとしてはやっぱり溝に合わない状態で切ってしまったら、それはもうやっぱりバリ出ますんで。ずん切りカッターあるあるですね。だからちゃんと刃物をセットするときにセットして、使用部材を一回セットした状態で一回試してもらったら。ありがとうございます。あとはこういう風に、アンギラであったり、本キー、電線のケーブルカッター、パイレン、でかいパイレンやね。番線切るやつとか、ソケット、黒でかっこいいですね。ハンマー、
かついハンマー。塩ビカッター。ああ、こんなでかいのもあんねや。ゴム付きレンチ。このベルトレンチ良さそうですね、僕ら。配管のコネクターとか閉めるとき。滑りにくいんやろうね。あれだとどうしても傷ついちゃうの。はい。一回使ってみたいな。しかもゴムやから滑りにくいですね。まあ、ゴムだけだったら伸びますし、ベルトだけやったら滑りますっていうので、うちのやつはハイブリッドになってます。で、まあ、これ回転台なんですけど、まあ、もしよかったら一回回してもろて、しかも軽いんちゃうんすかね。ゴムやから。ゴムやから割と軽いですし、パイレン持っていくよりかは軽いんじゃないですかね。これ結構ネジ切った104の配管とか、こう回すの大変ですよね。めっちゃ軽い。で、僕ちょっとこれ止めときますんで、もしよかったら一回回してみてください。どんだけの方で巻くの？これで、まあ、こう回せますんで、で、僕ちょっと止めます。もうそんだけ強いってことだよね。止められへんぐらい。止めてても周りが回りますよ。まあ、かなり。これは何杯から何杯ぐらいまで？短いやつで最大、まあちょっと現実的じゃないですけど、最大で80円。で、こっちが150円。はいはいはい。大きい方を持ってたらいけるんですよね。最強やね。これですね。使えそう。これはおいくらぐらいなんですか？参考価格ですけど、チラシには7000円と9300円ぐらい。はいはいはい。あとは交渉しないですね。あとは交渉しない。いやー、これ1個あったらいいなぁ。回転もあるけど、やっぱりね、傷いっちゃうんでね、本体に。紙とかでもいけると。それがゴムのちょっとデメリットで、靴とかでもそうじゃないですか。濡れてる靴でコンビニ入ったら滑るのと一緒で、やっぱり水分がついてしまうとゴムはちょっと滑ります。そこの現場でちょっと拭いていただく形になるんですよ。持っていくのが軽いのがいいですわ。やっぱりこういうパイレンとかだったらちょっと重たいのもありますしね。でかいコネクターのね、接続のナットが締めるのにいいそうやねと思います。一個車に積んどいていただくと、やっぱり便利な、使い勝手はいいっていうのは、よく言われるんですね。これもめっちゃ欲しいです。欲しいですね。これ欲しかった。ありがとうございました。ありがとうございます。ヒットツールスさんでした。最後に何か一言もらえますか？ぜひ、安全を追求した、軽さと、追求した安全な工具を開発して売ってますんで、ぜひヒットを使っていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。次はボッシュさんのブースに来ました。こんにちは。ちょっといろいろ見させてもらいますね。サンダーもすごい種類がありますね。そうですね。さすがボッシュ。これは研磨用。刃がこの専用なんかな。そんなんあるんですね。僕らが使うのはこの辺かな。グラインダー。でもなんかちょっと刃が特殊なんですかね、ボッシュは。こういう感じですね。ワンタッチで、歯の時ができて、でくるときも、こちらのレバー引いていただくと、こういうワンタッチ。しかも丈夫そうですね。取れにくいというか。取れにくいので、事故がとても少ない。しっかりホールド緩んされてる。でくることがないってことですね。結構ね、これあかんことで手で締める職人さんとかおるんです、今までサンダーって。これやともうガチャンって決まるからいいかもしれない。そうだね。誰がつけても安心。飛びいいのみたいな人おるもんね。そうですね。あとはキックバックとか、噛み込みの時とか他には自動的にモーターが止まるシステムになってますので、非常に安全で、やっぱりグラインダーの事故防止っていう部分ではすごくそういうところには特に意識してます。これこう。でこういうアタッチメントというかいろんなもので変えていけるんですね。でラジオも売ってると。これかっこいいですね。かっこいいね。これ Bluetooth 対応してます。そうです。ラジオも聞けて。なんかでかいのとちっちゃいのがあるんよね。どういうことでしょうこれで。あ、出してください。下の方ですね。これもしかも地方で見るんですか。ちょっと著作権が引っかかりそうなんで。あ、でも結構一瞬やったら大丈夫かな。765。低音が効いて4方向から出るんですね。そうです。ここにあるあ、すげえ。もう連結できます。で、何とですか？これ同士を連結してタワーでウーバータワーみたいなサウンドシステムが埋めるわけですね。あ、すげえ。音質もすごい綺麗だったし。とかいけそうですね。そうですね。そうですね。ありがとうございます。こんな感じです。あとはこういうドリルとか。あとこ
の辺が今推しのコンポですね。ハンマードリルですか？ハンマードリルなんですけど、バッテリーで発離ができる。でかっ。初のでこれ1800ワットモーターなんですよ。はあはあ。はい、なのでということは AC だと1500ワットまでしか回せないじゃん。バッテリーの方がでかいモーターを回せる。うまいですね。いかついなす。ごい持てますね、キッチン。これ何か発こ結構重たいですね。結構しっかりしてる。軽くはない。れが一番最大のサイズで、11キロハンマー、11キロハンマーと同じです。でも重い方がこう下に当ててさせるもんやから重い方がいいかもしれない。しかもこれ振動吸収もあってここでかなり取るんで結構疲れが全然違います。そうなんですか。振動吸収機能もついてるから。発離もバッテリーになったかとうとう。すごい。これ求人ですね。サンダー。パワーカッターじゃん。そうです、切断してる時にどうしてもコンクリートの不振出ちゃって、切れると。つないで一緒にでこれも全部バッテリーでできるので電源取る必要がないっていうシステムになってます。そしてここにカチャンとはめて、で切ってもらうとコンクリートの粉が出ない。回して言うと。いいですね。ありがとうございます。あとはレシプロソーであったり。ちっちゃいと。お前ね、電気つけます？それつけれます？どこでつけるのこれ？あ、これどこバッテリー入ってないかな。あ、これ切るかな。お、めっちゃ明るい。眩しいぐらい明るいですわ。最高。4000ルーメン。ちょっとこの辺照らしましょうか。これマックスかな。あ、3段階長押ししながら3段階切り替えができます。18ボルトのバッテリーで。このでかい方がじゃあ何ルーメンですか1万ルーメンです。1万ルーメンみたい。ははい。おお、すげえ。えぐい。ちょっと貸してくれます。こっちを一回照らしてみます。これ1万ルーメンえげつないな。これ最高やな。めちゃめちゃこれ直視できんですね。1万ルーメンすげえ。ありがとうございます。ってことでボッシュさんのご紹介でした。まあ、向こうにはレーザー距離計とかねいろいろあるんですけども、まあまた。あ、これは電ドラなんですけど、押したら回るんですよ。へえ。これ欲しいな。ですね。バンをね、閉めるときとか、結構パワーもあるんで、これ。へえ。おすすめです、これ。持ってないけど、これ欲しいなと思って。ありがとうございました。で次は若い産業さんのブースに遊びに来ました。ボードアンカー系のちょっと説明とかしてもらえたら嬉しいです。はい。何かおすすめの。特に何を作っているというか、どのような商品をお取り扱いしているのかな。基本的にそうですね、こういった工業界ですと、ボードアンカーといいまして、その石膏ボードに何かを止めるためのアンカー類を、こういった3種類ちょっと分けて販売させていただいてまして。これはあれですか、楽々ボードアンカー。楽々ボードアンカーがこちらですね。開脚式の、ボードアンカーなんです。自動ってことですよね。これ細かい使い分けってどうなんかあるんですか？この3種類の使い分けですかね。はい、本当に場面によってなんですけども、強度的に一番強度がよく出るのがこちらでして、順番的に1番、2番、3番。ただ施工面で言うと一番効率がよく作業をしやすくて、1番、2番、3番といった感じです。ハンマーで叩くだけでいいですもんね。これ叩くだけでいいですね。ありがとうございます。癖になるですよね、これ叩いて。めっちゃ使います。そうですね、これなので叩いていただいてから。これでも強いですよね。これそうですね、1個で大体10キロぐらいは持つかなと。これオーバーよりもボード崩せへんからいいのかなと思ってたりするんですけど。そうですね、この部屋なので本当に米つけるものであったりとか使用場面によってのお客様に使い分けていただいているというような感じですね。これはいつもね定番のボードなんか朝が開いていくやつ。そうですね。実演とかってできるんですか？あ、これできる？あ、これはですね、別の商品なんですけども、これいきましょう。これですか？これはですね、こういったエアコンの化粧カバーを施工する時のネジなんですけれども、従来のタッピングとかコーススレッドっていうなどのネジですと、これ皿頭になってるんで、染め付けている時に中が割れちゃったりすることがあるんですけれども、なのでそういったのを割れにくくするために、座付きのコースネジというのを、これはもう本当に最近取り扱いさせていただきました。スミスのような頭になってる。そうです、そうです。部分が広くなってるってことですね。そうです、そうです。これを面で押さえるので割れにくくしてるというようなやつです、打ってみてもらっていいですか？かしこまりました。では座付きの方ですね。基本的にはこういった本当に穴のところに止めることが多いと思うんですけども、確かに割れるっすよね。
感じですかね。はい。ワッシャー付きみたいな感じでそうです、そうです。押さえつけてくれるっていう感じ本来ですと、まあ、プラスで、まあ、こういったコースレードを使う場合ですと、ワッシャーをつけて使うことが多かったと思うんですけども、もうこれ一体になってるんで、より使いやすく。ワッシャーもいらないんですね。そうですね。はい。これ便利ですね。ありがとうございます。ビスにかなり特化されたメーカーということで。これはこちらですね。これボードアンカー実演。これで打った後のやつですね。で、従来のボードアンカーとかですと、まあ、これでちょっとネジを回していくと、ちょっと、まあ、クロスがちょっと毛羽立ってしまったりとか多かったと思うんですよ。あと、まあ、これに留め付ける時とかだと、ちょっとまあ、アンカーが見えてしまうことがあると思うんですけども、これがですね、壁ロックスケルトンという商品でして、これが透明なんですね。なので、お分かりの通り透明なので、状態ですか？これ入ってる状態です。実はそうなんです。これ入ってる状態なんですけれども、なので単純に見えにくくなっている。これいいですね。プラスいいのが、従来の壁ロックとかですと、上限ネジの太さって決まっていたんですよ。これ4ミリ径しか使えませんという商品だったんですけども、こちらがですね、3ミリ径から6ミリ径までのネジにご使用いただけますので、より幅広いネジに使用していただけるような設計になっております。これですね。そうです、こちらの壁ロックスケルトンという商品です。かっこいいな、これ。要するに使用した後はこうなるよと。そうです、そうです。こちらが3ミリ、4ミリ、6ミリのネジを止めたような状態ですね。目立たへんから。はい、目立ちにくくいいですね。幅広く使えるような商品になっております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まだね、他にもいろいろあると思うんですけども、また詳しくは、インスタとかはして、そうです、会社のインスタがまだありますんで。インスタとかしてると思いますので、見てください。ちょっといいですか？最後、僕のチャンネルでは電気工事の職人さんが多いんで、視聴者さんに向けて何か一言お願いします。視聴者さんに、そうですね、我々もまだまだ現場の要望などを拾いながら、今までこういった商品を開発させていただいております。なので、またそういったご要望があればですね、ぜひ弊社にお問い合わせいただきまして、皆さんのお声を拾い上げて、商品をこれからも開発していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次はジェントスさんに遊びに来ました。僕はヘッドライトはジェントスを使っております。で、ヘッドライトを見ていきたいところなんですけども、今日の一押しというかありますでしょうか？はい、LED ライトのジェントスがですね、今度はヘルメット自体を企画開発しまして販売をすることになりました。で、当然LED ライトの会社ですので、ヘッドライトのためのヘルメットといったですね、今までにない全く新しいヘルメットを販売するんですけども、ちょっと簡単にどういうものかと言いますと、もうたくさんヘルメットは見てきたんでね。そうですね。何がちゃうんやろうか。通常ヘルメットにですね、ヘッドライトを取り付ける際は、通常は黒いバンドで取り付けするんですけども、これってやっぱりずれてきちゃうんですね。上に上がってきたりですね。養生テープで留めたり。そうです、そうなんですよ。お客さんが養生テープに留めたりという、やっぱずれるっていうのが非常にお客様から満点として出ていました。それを解決するためにですね、ヘルメット自体にも直接つけちゃえばもうずれないなという発想から、そのヘルメットが開発されました。出来上がりがこんな感じです。もうこの黒いバンドを使わずにですね、直接ヘルメットに装着で、後ろもバッテリーボックスも同様です。直接装着します。ここにですね、コード収納というのを設けてますので、このまんまだと引っかかったりとかですね、ここの社名が隠れてしまいますので、このコード収納を使ってですね、パチッとすげえ、はい、はめていただくことで安全に作業できますし、社名も隠れないといった形です。やっぱりこのあれやったらここは隠れるんでね。そうですね。せっかく会社で入れたのにっていうのが、そうですね。ヘッドライト使うことで社名が隠れちゃうといったこともありましたので。これどれぐらいの強さなんですかね？かなり。でもジェントスさんにクレームと言いますか。はい。なんでしょう。僕めっちゃ好きなんですよ。ありがとうございます。で GH100RG を使ってたんですけども、ここがブランブランってしちゃうんですよね。そうですね。だから僕ここピアス、ビスで打ち付けてるんですよ。もうヘルメットに穴開けちゃうとね。そうでしょ。本当はいけない。みんなこっそり穴開けてますね。実は。本当はあかんけど、でもこれやったら大丈夫そうですね。そうですね。はい。これなんとかならんかなってずっと思ってたんですよ。で後ろも後ろ向けてもらっていいですか？これがパカパカすることがあるんです。そうですね。でもこれやったらほんまに大丈夫そうですね。こう振っていただいてももうずれないっていうところがありますので、もう作業中にそのずれるっていうストレスが
なく作業できるっていうのがこの商品だったり、最大の魅力ですね。これはおいくらぐらいなんですか？これはもう販売しておりまして、カラーバリエーションは白と青の2色になりまして、黒とかもこれから出てくるんですか？今のところはまずこの2色でとりあえずちょっと進めさせていただきたいなと、あとは内装って言ってですね、ここのところですね、頭に当たるところがこういうプラスチックのいわゆる成形内装と言われるものと、このそうですね、テープ内装と言われる布でできたものですね、これで 4SKU 白青はそれぞれ、こちらは頭当たるところが柔らかいっていうところが特徴で、結構一回使われる方は指定でこれを使われる方が人気なんですね。そうですね。普通はこちらで十分かなと。あれ、ジェントスさんから出てる商品は全て作れる？そうなんですが、ただ先ほどおっしゃってましたこの 200RG なんですけども、これのバッテリーボックスがですね、ちょっと大きいんですよ。これはこれとですね、この 103RG というものが同じバッテリーボックスを使ってるんですけども、除外してます。それ以外は過去のも含めて全て、この辺の小さいやつとかはもう全部、ありがとうございます。あとはライト系もいろいろ進化していってると思うんですけど、おすすめと言いますか。今使っていただいてるって話でしたけども、この GH100RG 使ってもらったんですね。1000ルーメンぐらいのやつ。そうですね。これですね。このシリーズが今回全てリニューアルされまして、100RG の後継はこの 200RG で、それぞれいろんなモデル出てきたんですけども、ジェントス使ってる人からすると知ってるよって機能、でも知らない人からするとすごい受けてる機能があるんで、ちょっとそこピンポイントで紹介したいんですよ。で、このシリーズ、ジェントスの中でも非常に高い性能を持った高耐久なプロモデルとして展開しているものでして、ものとしてはじゃあ特別明るいのかとかそういったわけでもなく、どちらかというと耐久性とかで、仕様としては充電池と乾電池どちらでもいけます。そういったものは結構他のメーカーファンでも出てるんですね。これ多分ご存知だと思うんですけども、一番受けてるポイントが、これは知ってる人は知ってるんですけど、ジェントスは知らないって人のためにちょっとすごい PR したいんで、充電するときってコードをここに挿すと、じゃあコードが刺さっています。じゃあ充電してる間は当然ライトが使えないという問題が出てきます。で、このシリーズは同じように充電池入ってるんですけど、バッテリーに直接差し込み口を設けてますんで、充電切れした際に本体に挿して充電しないといけないのではなく、これ単体で充電できます。なので充電切れした困ったなって時、すぐに乾電池で使って、この間にこれはもう単体で充電しておく。これが知ってる人は、いや、そんなの当然じゃんってジェントスだろうってなるんですけど、展示会でお話しするたんびに皆さんは、これすごいね。そこがやっぱりすごい受けてるポイントで、充電式のライトはそこが弱点だって皆さん思い込んじゃってるんですよ。うちはそこは問題なく使えますよ。僕からもですか？はい。僕もジェントスさんを選んだのはそれで、しかもこれ別売りで買えるでしょう。はい。一応別売りで。だから僕現場ではポケットに1個入れてて、ほんでなくなったら交換して、家に帰ったら家でこうやって挿して、僕これ3つぐらい持ってるんですけど、やっぱり充電忘れる日とかもあるんで、ポケットに忍ばしといたら、長い目で見たら電池をちょくちょく買うより僕安いと思ってるんですね。そうですね。で、なんかバッテリーの方が電池より長持ちする感じがして。そうですね。実際それもありますし、やっぱり毎回電池で使うとコストパフォーマンス悪いですから、おっしゃる通りで。で、このシリーズは、すべてちょっとちっちゃいんですけどね、シリアルナンバーが入ってるんですよ。で、全商品にロットではなく全て違うシリアルを打ち込んでますんで、このシリアルナンバーとユーザーさんを紐付けるユーザー登録してもらえれば、本体が5年保証になると。そこまで我々としても自信を持って作っている製品です。本体の保証の対象は、先ほどの充電池はどうしても消耗品になっちゃいますんで、これは買ってもらう必要があるんですけども、本体そのものの不具合に関しては、一応そういった保証を設けてる。何でもかんでもじゃあ交換しますよっていうわけでもないんで、そこはちょっとご周知してもらいたいんですけども、耐久性に関しては非常に自信のあるモデルですよというところで、それが軽量モデルから点灯時間が非常に長いモデル、明るくて点灯時間も長い、非常にハイスペックなモデルで、ちょっと特殊なんですけど、乾電池使えない分バッテリーがサイズがコンパクトになったコンパクトモデル。さっきの話とは変わるんですけど、乾電池は使えなくなります。ただその代わり
充電池直接させます。で、これをもう1個買えば入れ替えて使うこともできます。で、今回から差し込み口、タイプ C 採用してます。まあこれちょっと伝わるかなわかんないですけど、タイプ C、これこちらも差し込み口タイプ C になってます。最近 C が結構主流になってきてる。そうですね。うちとしては今回これを最初にしたモデルなんですけども、まあ今後 C のモデルは増えていくのかなというところで、これまあぜひぜひお願いいたします。タイプ C になったら嬉しいです。うちは長細いやつやから。前のモデルはそうジェンと入ってるピカピカ光る専用のケーブルだったんで、このあたりも今回改良されてますんで、この専用のケーブルじゃなくて、まあこれタイプ B ですけど、どこにでもあるケーブルで使えます。で、ちなみにこうなってくると、じゃあ本体充電の方が楽だったわって言ってくる人いますよね。こういう場合はケーブルで、マグネット充電もこれも採用してますんで、本体充電はより便利に、さらに直接充電するときはどこにでもあるタイプの USB を使うことができる。最高ですね。なのでこの便利性でジェントスは今すごい売れてるのかなと。お、社長、お疲れさんです。あ、松井社長、ヘルメットしてます？ダイマースの社長が来られました。これ、いや、これすげえっすわ。ね、これ見たことある、見たことある。ぜひコラボしてください。はい。じゃあ、はい、もらってもいいですか？あ、じゃあ2人で。あ、これかけた方がいいですか？あ、ここそう。ということで、電気屋さんで皆さんがよく使うジェントスさんに遊びに行きました。最後に電気工事をしてる皆さんに一言お願いします。ジェントスの製品は絶対壊れない。超明るい。超便利。皆さん買いに来てね。変わった。最後にジェントスマンになったらキャラ変わった。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。計測器などで有名な日置さんのブースに遊びに来ました。お願いします。まあ、日置さんで言えば計測器いろいろあると思うんですけども、まあ、今日のおすすめといいますか、目玉商品みたいなのがありますか？わかりました。今日ちょっとよく出てるものですと、例えば、このオリジナルクランプになるんですけど、今までのクランプってこう、先端がかなりごつい形状になってて、で、モレ電流って非常に微細な電流なので、ちょっとこの中をですね、割としっかりした構成にしてないと測れなかったんですけれども、ちょっと最近ですね、こういった細い形状のものでも、込み入った隙間に挟みやすいということで、他社さんではあんまりないようなものになってて、例えば、これちょっと写真があるんですけど、こういう込み入った先端ですね。あ、そうですね。細い線でもいけるんですね。細い線でもいける。ブレーカーからもモレ電流が吹かれる。そうですね。で、モレ電流用のクランプなんですけど、一応 AC の600アンペアまでは測れるので、まあ、そういうコンパクトなサイズで1台ポケットに入っておくと、割といろんなとこ測れる感じで、ちょっと便利になってます。これですね、Bluetooth でスマホと通信できるようにもなってまして、これ無償のアプリになるんですけれども、測定した値がこうスマホに飛んでくるということが可能になってます。現場監督とか管理するのに Bluetooth で飛ばして、記録もこれ残せますもんね。そうですね。で、そのまま PDF のレポートにしてメールで送っちゃえばもう報告も完了っていうような共有もできるし、そうですね。便利になりましたね。で、僕ひろきさんのいいなっていうやつが、これテスターですよね。そうですね。やっぱりこうでっかい四角いのが主流なんですけど、こういうねポケットにも入るようなやつで、後ろにコードがついてて、こう片手でできるんですよね。そうですね。っていうのが、これは僕はすごい好きです。結構コンパクトな製品も多いので、まあ、持ち運びに便利だったりとか、まあ、カバンにたくさん入れたりとかすることができる。そうそう、だからまあちょっとこれで例えて悪いんですけど、ね、ちょっと置くとこがこうあればね、こう僕らもこうできる2本手がいるけど、置くとこないときこんなこと多分みんなしてると思うんです。でも何ですか？導通いけますいけます。導通も。あ、そうですね。音なれへんのかこれ。あ、モード切り替えか。あ、そうですね。ちょっと小さいんですけど。これ。あ、そうですね。はい。この片手でできるのは僕はこれがすごい気に入ってます。めっちゃいいですね。はい。あとこれも結構大きくはあるんですけど、これのちょっと一部の製品で安全に特化した機能があるものがあって、ちょっとご紹介したいんですけど、それがちょっとこちらになりまして、見た目同じなんですけど、ちょっとそれぞれ測れる項目とか機能が違って、これ DT4224 っていうテスターになるんですけれども、
で、ここの抵抗レンジ、まあ、電圧測るときは電圧レンジ、で、抵抗を測るときは抵抗レンジに切り替えて、それぞれ測定する必要があるんですが、電圧測るレンジで電圧測ったら、まあ、当然正常に測れるんですが、抵抗のレンジで電圧を測りに行こうとすると、ここの測定ファンクションをですね、切り替えることによって、計測器側の入力インピーダンスも変わるんですね。電圧計測の時は入力インピーダンスはものすごい高い状態になるんですけれども、通常のテスターはこれ抵抗ファンクションに切り替えると抵抗測定用に入力インピーダンスがものすごく低くなってしまうんですよ。で、そういった状況で間違えてコンセントの電圧を測りに行ってしまうと過電流がこう一気に流れて、でブレーカーがパチンと落ちて、このテスターはそういった電気事故を防止するような機能がついてます。で、どういったことかっていうと、この抵抗レンジのまま電圧を測定しても、この入力インピーダンスが高い状態でアラートを出すっていう機能がある。ちょっと試しに測ってみます。そこに実際にコンセントがあって。合線ってことですね、これ。あ、そうですね。合線状態です。で、検電器で、こう電気が来てることが今確認できます。導入電圧だと、商用の 100V が来てる状態ですね。で、ここを抵抗ファンクションで挿しに行くと、まあ、本来であれば危険なんですけど、このテスターは、こうアラートを出すようになってて、実際はこれ抵抗ファンクションに切り替わってるんですけど、中自体は切り替わってなくて、測定対象物に電気が来てないってこの機器が判断することでやっとちょっと切り替わるようになってますので、電気事故を未然に防ぐっていうところでは結構重宝いただいているようなものになってますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いろいろな商品を紹介してもらってありがとうございます。ありがとうございます。電気工事業界ではね、僕ら計測が必ずしないといけないんで、テオキさんにお世話になってるんですけども、大体僕の視聴者さんが電気屋さんなんで、はい、電気屋さんに向けて最後に一言言ってもらって締めてもらおうと思います。はい、ありがとうございます。弊社日置電機ではですね、テスター、メガ、クランプ、様々な電気計測器取り扱っております。で、今ご紹介したような安全に配慮した仕組みだったりとか、あとはスマホとの連動だったりとか、皆様のお役に立てるような製品を今後も提供していきたいと思いますので、続きよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。次はね、サンフラッグさんのブースに来ました。はい、お願いします。はい、新地製作所と申します。ブランド名がサンフラッグになります。当社なんですけど、こういう手回しのドライバーであったり、こうインパクトドライバーで使ってもらうようなビットとかっていう先端工具っていうのをメインに製造しております。サンフラッグさんのおすすめ商品というか、いろいろあると思うんですけど、面白いの今日あるよみたいな。ありますかね。おすすめさせてもらいたいのが、この強鉄ビットシリーズっていうのをちょっとご紹介できたらと思います。何が強いんですかね。もう名前が強鉄っていう形になってるんですけど、今までのビットとちょっと違う鉄の材質の鋼材を使ってますので、分かりにくいんですけど、HRC62 っていうこれが熱処理コードになるんですけど、今までのビット鋼材だとちょっとこの構造だと硬すぎて硬くなると書きやすくなっちゃうんですよね。なんですけど、この鋼材が粘りがあるような鋼材使ってますので、そもそもなのでこんだけ高い焼き入れコード入れてもその粘りで搭載してますので強度が強くなってます。40ボルトのインパクトで負荷をかけても結構折れたりするんですよ、ビットって。それがマシになってるというか。そうですね。折れにくい。それ完全に折れないとは言えないんですけど、折れにくい。折れにくくはなっております。すげえな。で、こちらの方が強鉄ビットになります。で、こちらの方の特徴といたしまして、先端がスリムタイプになってあるんですよね。スリムタイプの特徴といたしましたら、先端が見えやすいので、角側とかね、そうですね。確認しにくいですもんね、大きかったら。はい。なので作業性はこっちスリムタイプっていうのが優れてるかなというような形になります。これ何なんですか、気になったんですけど。あ、磁石。これ磁石ですね。マグネットなんですけど、ビットにも磁気ってついてあるんですけど、どうしても弱いので、ビットに入ってる磁気っていうのは、両頭のビットでしたらどれでもつきますので、こういった形でつけていただくと、磁気で直接、磁石で直接リスを捉えますので、結構振っても落ちない。このね、形がかっこいいなと思いまして。ありがとうございます。マグネットっていろいろみんな使ってるとは思うんです。でもこの先っちょ面ギリギリとかにつけれるんで、ほんまにこう落としたくない時とか。そうですね。緩まない。これ緩まないですね。結構ゆるゆるなんが多いんですけどね。これいいですね。磁石でカチッてくっつくようになってますんで、両頭のビットでしたら、他社産論でも使えるようにはなってます。規格が同じですので。で、ものとしたらすみません。スリムマグピタ。そうですね。スリムマグピタっていう商品になります。これいいですね。
はい。で、他社さんのでもこういう商品はあるんですけど、まあ、かなり軽量化されてますので、まあ、重さちょっと忘れちゃったんですけど、とりあえず軽いですね。そうですね。軽くて、ちょっとスリムになってますので、打つ時にも見えやすくはなってます。どうしてもあまり大きいやつだと見えにくくなって、かつ重たかったら回転でブレが生じやすくなってしまうんですけど、これは軽量化でスリムにしてありますので、見えやすさっていうのもちょっと分かりにくいですけど、見えやすくはなっております。ありがとうございます。はい、これがおすすめですね。で、あとドライバーメーカーなんで、ドライバーの方を一つご紹介させてもらえたらと思うんですけど、お願いします。タフジョインドライバーっていう。綺麗な色ですね。珍しい色ですね。ありがとうございます。なかなか見ない。ちょっとね、ラメみたいな感じの樹脂の色を使ってあるんですけど、見た目の特徴以外にも、ちょっと特徴がございまして、普通の差し替えドライバーとして使ってもらうのはもちろん、プラス、こちらはマイナスになってます。差し替えて使えます。で、頭がパカッと取れますので、これはすごいわ。これはすごいわ。なので、どうしてもこういうところにビスが打ってあったとしたら、なかなかできないんですけど、取ってもらって、これめっちゃいいやん。そうですね、使えますので、これすごいです。で、ビット自体も、1、2、3番が回せるビット兼用ですね、これ1本で、で反対側で0番まで回せますので、これ1つあれば、そうですね。いろいろな状況に対応していただけるような形ですね。やっぱり今まではドライバーを挿して、この豆ドラと呼ばれるやつを腰道具に入れてっていうね、2個やったんですけど、これやったら、これ1個でいけるから、そうですね。これはいいな、ほんまに。おっしゃる通り、腰袋に入れるのっていうのを極力少なくしたいっていうお客さん結構いてますんで、そういった方にもちょっとご好評いただいてる。で、さっきはこういうとこやったんですけど、もうちょっと、こういうサイズにもできるっていうのがいいんですよね。それじゃ長すぎるけど、これぐらいのとこもあるじゃないですか。でも、これをここでわざわざ回すんやったら、これに変えれるし、三刀流というか。そうですね。で、こっち側のビットも、はまるようにはなってますんで、状況に応じて、例えばこういう細いとこ、埋まったとことかに回すっていうのも、こういう形の使い方もできますんで。これはどれですか？青とピンクがあるんですね。青とピンクですね。2カラーになります。これいいんじゃないですか？合体。珍しいですね、こういう合体タイプしかも。長い方のビットがプラスの2とプラスの1。こっちがプラスの2とマイナスの6ミリですね。これはいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。豆ドラだけ入れたら結構腰袋だからごちゃごちゃになったりします。そうですね。そうなんですよ。ちょっとね、うっとうしいんですよね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。何か面白い商品と言いましたら、ちょっとこういうのもキーホルダーみたいな形の商品なんですけど、カラーキーツールっていうのが当社あります。これすいません、何かって言いますと、キーホルダー型のドライバーになってますんで、こっち側のところでプラスネジ回せるようになってます。で、こっち側でマイナスネジを回せるようになってますので、点検口を開けたりもできそうですね。そうですね。こっち側がコインドライバーになってますので、バッテリーのキャップであったりとか、女性の方とかネイルされてたりして缶開けるのとかって爪傷んじゃうから嫌がると思うんですけど、そういう状況でもこれ爪代わり使ってもらって開けることできるんで、様々な状況で結構これキーケースに1個入れといてもらったら、かさばれてるしね。そうなんですよ。僕もずっと使ってるんですけど、これはもうぜひおすすめなんで。ワンポイントのアクセサリーとしても受けそうですね。そうですね。カラーバリエーションも豊富やし、そうですね。ありがとうございます。まだまだ紹介したい商品はね、いろいろあるんですけど、また今度ゆっくり聞かせてもらいたいと思います。電気工事の職員さんみんなサンフラッグさん使ってる方多いと思うので、視聴者さんに向けて最後に一言言ってもらって終わりにしたいと思います。新規製作所と申します。当社いろいろなビットであったり手回しのドライバーっていうのをいろんなラインナップがございます。当社の方なんですけど、先端の精度とかっていうのを自社で作ってますので、かなり優れてるかなという自信はございますので、ぜひ皆様も使っていただけたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。次はカスタムさんのブースに遊びに来ました。この前もね、ジャンボの展示会で撮らせてもらったんですけども、今日もいろんな製品が出てますけど、これもしかしてあれですか？マグネットね。マグネットどっかありますか？これがね、すごい便利で、これね、どうしてもやっぱりブレーカーであったりとか、これが2本あるんで両手で持って、これをどうするのか、置くとこがあればいいんですけど、ね、これほんま画期的やと最近思いまして、結
結構新しいんですか？もう出て4、5年経ちます。あ、そうですか。すみません、ありがとうございます。っていう日々改良されている中で、まあいろいろあると思うんですけども、今日の一押しみたいなのあれば。今日の一押しはこのテスターの改良版で、おお、またテスターが。このテスターがはい。従来型つくと直についてて細いんで、はい。だいたいここ切れちゃってありますよね。本体ごと変え直して、いうのに対してこれはこういう脱色のコレクターになってるんで、ここだけ別売でほうほうほう売ってます。じゃあここだけ切れてしまったとしても、こっちだけ買うからちょっと安そうですく被害が収まるというか。あ、めっちゃいいですね。はい、このサイズだと業界初です。しかもめっちゃコンパクトになってる。で、ケース入れたままでもこう使っていただけるような透明まで。ああ、いいですね。はい。ありがとうございます。あとはまあ、変電機とか。で、まあ、こちら、マスターツールさんも、まあ、一緒ではないんですよね。うちの仕入れ物です。あ、はいはい。まあ、マスターツールさんもこういう風に、今日は来られております。これめっちゃかっこいい。ここに物があ、ごめんなさい。これ欲しいね。買おうかな。これかっこいいですね。黒木。あ、しかもマスターツールのことも聞いていいんですか？ずっと赤やったけど、黒木になってますね。そうです。BG という型番で。へえ、こんなんも出たんですね。じゃあ最後に何か一個あれば。そうですね。新商品でライトのこの新商品が出てまして、はい、これがその700ルーメンというめちゃめちゃ明るいやつで、時間が9時間。あ、めっちゃ長い。1日ぐらいは普通に作業できる。でもう一個だと16時間まで持つタイプで出てます。で、バッテリーはこの後ろ側で、電池とどちらも使える。これが電池で、こっちも同じやつのバッテリータイプです。で、タイプ C で、ここから充電できます。外に出してでも充電でき、外からも充電でき、外さんでもいけるし、最高ですね。新型商品になります。はい。以上です。カスタムさんのブースを紹介させてもらいました。カスタムさんといえば、先ほども言いましたように計測器とか、僕ら電気業界にとってかなり携わっている商品になるんですけども、電気の視聴者さんがほとんどなんで、最後に一言で締めてもらいます。お願いします。でもカスタムですいつもお世話になっております。ぜひこういう商品、テスター経年関係のやつカスタムでお買い替えたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。リングスターさんのブースに遊びに来ました。リングスターさんは主に工具入れ、ツールバッグとかがメインになるんですかね。そうですね。プログラムの収納ということで、はい。工具バッグ。いろいろね、あると思うんですけども、今日の面白い商品みたいなのあれば教えてもらえないんですけど。そうですね。ちょっとこの期間限定品にはなるんですけれども、こちらのダブルセットといいますけど、はい、USB 商品が2つセットになっている商品でございます。これは合体できるんですか？合体じゃないんですよ。中に入れさせてもらって。あ、タイル。はい。で、2つセットにさせていただくことによってお値段を感じさせていただいてます。しかも2180円で2個買えるんですか？2個買える。もうこれ期間限定の価格。まあそうですね、はい、展示会ではそうですね。まあ来年とかね。そうですね。これは期間限定品なんで、はい、本当にもう今だけのはい発売をさせていただいてます。でも面白い商品ですね。はい。あとこれなんかは現場でもよく見るんですけども、はい、パーツケースがね、これがあることで勝手に開いたりしないですよね。
これをカチャッとできるんですよね。閉めますねと押しがついてますね。ロックをしていただくと取っ手が開くようになってますので、ロックしない限りは取っ手が見えてこないので、要はおっしゃったようにガシャーンと上げてバカッとこう開くのを防ぐということですね。よくあるんで。はい、よくやりますね。私なんか雑な人間なんで。やっぱりですか。ガッシャーンねじ釘入ってたら大変なことになる。そうなんですよ。はい。ちなみにこの中のこれも買えるんですか？売ってはるんですか？そうですね。こちらの中の小箱についても別売りでオはいはいはいプションで販売させていただいておりますので。なんかまあ仕事内容によってこればっかりがいい人もいるでしょうしね、はい、これを全部にしたい人もいるし、好みに合わせたカスタマイズができるということですね。あとはこれは乗れるやつでしたかね。そうですね。こちらは座っていただいたり、耐荷重が500キロありますので、座っていただいたり。これ売る商品ですか？サンプルですか？これサンプルなんで全然座ってもらって結構です。ちょっと乗っていいんですか？どうぞ。これね、乗れるんです。乗ってください。乗ります。ああ、いいですね。OK です。なんかこれね、普通にツールボックスとしてももちろん使えるし、しかもこれ4個あるからだいぶ丈夫なんですかね。そうですね。両開きなんですよね。こちらから開いて、こちらから開く。両開き、留め具が蝶使いになってますので、はい、要は4つ外してもらったら下が外れるようになってますので、非常にメンテナンス。こっちに壁とかがあればこっちで開けたりとか、そういう使い方が開ける方向を選ばないとできるということですね。で、こういうふうにしてもらったらバケツのようにしていただいて、蓋があるとバケツのようには多分使えないと思うので、これで水を汲んだり、例えば災害の時に非常に座れますし、水も汲めるということで、最近こうね、そういうなんとか自然災害が多いので、そういうのでもご提案できる商品かなというふうに思いますね。ちょっと一時的なゴミ箱にしてみたりとか、そうですね。何でもできるということですね。ありがとうございます。あとはこういうのもあったり、はい、まあいろんな商品があるということで、これよく使ってますわみんな。バスケットみたいなバスケットね。積み重ねができるバスケットですね。ということで今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。また、はい、ゆっくり皆さん見に行ってください。ニックスさんのブースに遊びに来ました。ちょっと車とか撮ってきます。この最近のかっこいい車ですね。そのあたりエアジョさんに紹介してもらいながら行きたいと思います。お願いします。お願いします。テクニカルアドバイザー。テクニカルアドバイザー。エアコンですね。じゃあ端から行きましょうか。はい。ここからでもいいですよ。これは何ですか？これはセッターですかね。セッターです。工事なんです。なんか来年出るみたいなんですけど。あ、そうなんですか。渋いですね。これ。こういう電車かな。よく。そうです。これも販売予定なんですかね。これは販売予定じゃないと思います。あ、そうですか。こっちはなんか出すって言ってましたけど。そうですね。こっちはなんか出せたらみたいな。ステッカーもこれマーシーニーなんと釣りのやつですね。そうですね。カジキになってるんですね。そうですね。社長のカジキが。腰道具行きましょう。この辺は定番の腰袋になりますね。グローブ、ガラスとか。はい。今日は全部バリが巻いてるやつ。あ、バリ補強。ほんまや。このバリが巻いてるやつっていうのは何が違うんですか？やっぱり腰道具なんで擦れるとこ、まあこことかは常につけてたら擦れると思うんですけど、あと底と。そこもしゃがんだ時にやっぱ擦れるんで、この補強、まあバリスティックっていうのは擦れに強い素材なんで、やっぱりこういうフォークが当たるようなところはこれしてると長持ちするっていう感じです。まあこれ基本ベースでもいいかなと僕は思うぐらいですね。私もそう思いますね。でまあガラスにもしてますよと。ガラスのバリスティック補強が多分一番高価なアイテムになると思うんですよ、ニックスの中で。そうですね。あと帽子とかもこれも出るんですかね、この辺。これは出ないやつです。あ、出ないやつ。こっちが。こっちは大中商店さんが。めっちゃかっこいいなこれ。いつもお世話になってる大中商店さんが。これがこれはビート特別仕様ですか？話して作ったボストンバッグみたいな。ボストンバッグじゃない。キャリーバッグみたいなのをリメイクして作ったんです。さすがのクオリティで。これちょっと初めてなると思います。何ですかこれは？このわかります？色味が違うと思うんですけど、漆黒マットなブラックになってるんですよ。これが一番最新というか、ちょっと質感わかるかな。このマットブラック、はあ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 。ちょっとなんかラグジュアリーな感じで。
何があってんの？ヌメ、ベースはヌメ。を黒に染めて、その上からちょっと色味が違うんですけど、こっちがさらにコーティングしたやつになるみたいです。世界で一番黒い黒です。これ世界で一番黒い黒なんかスポーツカーかなんかでやってますあ、そうです。真っ黒の車、多分同じような質感で、これで全部それだらめっちゃかっこいいと思う。めっちゃかっこいいですよね。これは売り物ではないんですか？まだ出てこれは売り物じゃないです。今後出る予定なんですかね？そうですね。これちょっと色が変わっちゃうから試作段階というか、それのはいそうです。このゴールドのピンとかは特別仕様かなんかですか？そうかもしれないですね。この金じゃないね。このリベットも金、リベットベースとあ、これもなんかやってるんですね。あ、本当だ。加工ね。そうですね。ね、普通はないですよね。これ多分世界に今1個しかないんすそうですね。すげえ。ちょっと僕が触ってたらクレーム来るかもしらんけど、がっつり触らせてもらいました。糸も入ったりしておしゃれな感じなんです。それすごいですよね。エアコンさんなんじゃこれって感じ。ステンのコス袋です。ステンレスなの？あ、ほんまや。重たいみたいな。あ、全然重たより。これはどういう時に使う胡椒ですか？これは新しい試みというか、そういう感じですね。そうだと思います。でもまあ穴も開いてるね、チェーンもぶら下げて使うこともできそう。なんかこのつなぎ目みたいなのがどんどん弱くなっていっちゃうってこれを聞いて、これをちょっと作ってみたみたいな言ってましたね。試作ってことですかね。はい。そんなんも予定してるよ。メタリックいいですね。うん、めっちゃかっこいいな、鏡。ちょっとナルシストの人とかいつでも見れますもんね。そうですね。ね、あ、まさにこれ行きましょうよ、このインこれねナー、インナー。これインナーケース、これ最近出たニックスさんの腰袋の中に入れるケースなんですけど、まあ、革なんでこの辺がやっぱりどうしても潰れてきちゃうんで、形を保つためと、あとこのままねゴミとか入れるとパッて捨てれるし、でこれね布なんですけど結構強いんですよ。結構押しても潰れないんで、今までニックスさんではなかったですよね。そうでニックスから出てるんで、ニックスの腰袋に合う形になってあるので、これはまあ小さい方なんですけど、この大きい方もあります。しかもこれってその辺にかけれるってことですかね。こう。そうそう、これだけ取ってショルダーにかけて、ショルダーっていうのはこれ。あ、こういう紐みたいなのをかけて、仕上げ工事とかで。そうですね。こういうのちょっとやってもらっていいですか。あ、そういう使い方もできるんですね。こういう風にこれはバリスティック。あ、めっちゃいいやん。かけてなんかはしご登って作業するのにいいねっていう説明言ってました。軽いしね。はい、軽いし。はい、ありがとうございます。腰持ってまで上がらない。軽作業とか。はい。まさにヘルメットをいってください。ヘルメットいきましょうか。あ、でもこれまだいけないね。これはでもちょっとカスタムされてるんです。僕の持ってる3段のバリスティック補強なんですけど、ちょっとこうグローブみたいに紐通してカスタムされてますね。これかっこいいですね。かっこいいですね。これも初めこんな色なんですけど、使っていくうちにだんだん味が出てきていい感じになって、この辺もリベットを打ってカスタムされてます。かっこいいですね。ヘルメットいきますか。これ触っても大丈夫かな。最近ダイマスさんで制作したヘルメットなんです。かっこいい。これがなんか社長用らしいです。一応青色がめっちゃかっこいいですよね。めちゃめちゃかっこいい。紫と青になるんかな。すごい。これは何のペイントなんですかね。これはバイクとかのインクっていうんですかね、そういうのを、そういう技術を持ってそう、る方が。これ印刷なんです。だから剥がれへんとそうシールじゃないんでボコボコしてないんです。僕もヘルメット作ってもらったんですけど、それと同じような感じで。この辺も色がグラデーションされてますね。そうですね。久しすごい色になってるですねこれ。でバイクのバイクとかの技術、模様とかをつけてる人の技術これはを使って、デザリングという北海道かの方が、ダディさんという方が、使用感をあえて初めから出すと。これかっこいいですね。これはちなみに非売品ですか。非売品っていうかこの3つしかないはずです今。世界に世界に3つです。これすごい革のなんか感じが、あ、すげえ。でも印刷でボコボコしてないっていう。革に見えますね。うん。という感じで。はい。できたばっかりですね。ちょっと前に。その横のなんか面白いの。あ、これちょっとなんかレインボーになってません？レインボーなってますね。レアカードみたいな感じで、ニックスおじいさん。ニックスおじいさんは社長のことですかね。だと思いますね。ニックスおじさん公認って書いてあるんで。篠原社長がニックスおじいさんということで、キラキラからキラキラ。
で、これいきます。この宙に行くインテリア。最近ちょっとインスタグラムを賑わしてる、こういうのもニックスカスタムされてて、かっこいいですよね、この台すごいですね。かっこいい。最近よく見るやつですね。不思議な感じですけども。ダストカップとか、ちっちゃい腰袋。で、これがあれか、チェーン付きのバリスティックか。そうですね。かっこいいですね、やっぱり。バリスティックいいですね。もうこれが主流になるのかなと僕は思ってるんですけど、僕はまあ革付きなんですけど、これはあれですね、前回ニックスの本社にお邪魔した時に紹介した、ここがそう、この面取りされてるっていう。角の面取りまでこだわってるっていうこだわりの一品ですね。で、まあポーチ系とか、これもいいですね。ちょっと小物入れるのにワゴとかビスとか。そうですね。私は納豆を入れようと思って。あ、でこれセフ対応になってんや。田島さんのセフにガチャンとかけれるよと。あ、なるほど。でレベルホルダーと。バリスティックのアイテムが増えてきましたね。どんどん。そうですね。新しいのができて、ワッペンとかもあるんで。これニックスのペンかっこいいですね。かっこいい。最近ニックスから出たジャンバーっていうかな、ベストとか。あ、これか。これに今オリジナルでなんかワッペン作るのが流行ってて、こういう感じで好きなワッペン皆さん作られてるんで。これいいですね。こういう感じでオリジナルに。前にはもともとついてないので、自分でつけたい人はどっかに依頼して発信してもらう。あ、そうです。このマジックテープはもともとはついてないんですか？そうなんですよ。ついてない。これついてないんですよ。ないんや。はい。背中だけ。背中だけで。手芸屋さんとかにみんな依頼してるんですか？そうですね。カスタム。私は K ワークさんとかにお願いして。これはどこに売ってるんですか？これはまだ売ってないです。非売品。はい。これから。僕たちがいつもお世話になってる小石堂さんとニックスのコラボ、新中になるんかなのシャープペンシルがやっと出来上がったんで、かっこいいですね。これ現場で使えないですよ。うわ、すごい輝き。これ逸話があって、ちょっと僕が篠原社長とお話してる時にパッて見せたんですよね、小石堂さんのペン。そしたら見た瞬間、お、作ろうやっていう2つ返事で作る。そう。一瞬で作ることが決まったという。なるほど。かっこいいペンです。この輝き。社長の行動力にちょっと驚かされましたね。すごい。じゃあ行きましょうか。あ、これ昨日 YouTube で見ましたよ。ちょうど今マーシーさんとやってたやつ。あ、これ見た。一回やってるから次はうまいですよね。やめてください、プレッシャーさん。今日ははい、 2回目。これ何ですか？甘めでお願いします。これは脚立の空中に浮くバッグです。ここに道具とか材料入れれるよっていう感じ。そうですね。こういうのをつけてたんですけど、なかなかちょっと自分でしっくりくるものがなかったので、こういう風にできないかなっていうのをボソッと。さすが工業さんとコラボですね。コラボです。もともと社長が考えてくださって、たら瀬川さんの方からいいですねっていう感じだったので、コラボ。この足軽脚立と相性抜群なんですよ。これ今世界に2つしかない脚立です。ちょうどこれが当たらないんですよね。あ、そうです。こう上げた時に底が当たらない。なんで入れたままで移動できるっていう。脚立足軽使ってたので。エアコン、ルームエアコン回る人ってこのタイプやっぱりよう使うんですか？私はちょっとちっちゃいんで、どうしてもここの上に乗ったり、あとエアコン置いたりしたかったんで、足軽を使ってて、ただ足軽使うとここに当たっちゃうんで、なかなかいいバッグがなくて、足軽でも合うようなバッグを社長作ってよっていうことでないですかって言って、で上もここはクッションが入ってて、これねちょっと映像じゃ分かりにくいんですけど、めっちゃ気持ちいいぐらいふわふわのクッションが入ってるんで、座っても気持ちよさそうですね。そうですね。で一回ここにエアコンを置いて、室外機室内機かけたいので、私はここにどうしてもクッションが必要で、そうですね。そのまま置くとやっぱ傷とかいっちゃう可能性もあるですね。そうですね。あとここの角も倒れた時に傷つかないようにカバーを作っていただいて、新築のマンションとかお客さんの家で角ぶつけてクロスめくれると具合悪いんで、そうですよね。こういうカバーここまでカバーされてますよと、い、うことですね。でこれを調節する高さ調節するパッチンがあるんで、だからこの脚立じゃなくても、そうですね、ある程度対応できるってことですね。はい、多分どんな脚立にも対応できると思います。でここがプラスチックなんで、上からかぶせてこれもカバーしますよと。はい。もう隅々まで考えられてる。ポイントがここに結構厚い板というか素材が入ってるんですね。2ミリぐらいの。へたらないっていう
いうのと、この従こだわり来のやでつ登るときに足引っかかったりしてましたもんね。こうめくれてて。そうですね、すぐめくれちゃうっていうか伸びちゃったりとか。ポイントがこの中にポケットがあることが一番私にとっては重要というか。ちっちゃいのが4つと大が1つ。いや、これ多分2つになってどこの距離で2つになるかちょっとまだ分かんないんですけど、はいはい、これだと検電器とコンセントが横に入れられなかったんです。手前に3つです。どっちがどっちになるかちょっとそこもはい多分ほぼ完成形なので、広いのも1個ついてるよっていう感じで、ここにコンセント入れるんですか？コンセントとか検電器とかを横に入れられるスペースが欲しいっていうことで入れて、そうするとずっと入れてても急にコンセント交換になりましたとか対応できると思って、入れっぱなしでケロスも立ててれば、はい、スペースが潰れないですね、畳んでも、はい、このままの幅で収まるんで、入れっぱなしでもいけますよって。これはマジックテープは元からついてるんですか？ついてます。これはついてます。ちょっと張り替えてみてもらっていいですか？どんな感じなの？これは多分片方はついてくると思うんですけど、1個は開いたまま来るんですね。入ってるはずです。自分の好きなのを貼ってねってことですね。はい、自分のとかをやれば、より自分のが分かりやすくなるっていう感じになります。あと靴下、脚立の靴下って結構今まであったんです。これなんとニックスさんから出ますと。バルスティックこれもこだわりがあって、何のこだわりですか？まず今まではこの裏とこの横のところがつなぎ目になったと思うんですよ。既製品でそうです。こういうの。のそうするとそこの継ぎ目からどうしても破けて使えなくなっちゃうんですよ。だからどうにか切れないものがないかっていうところで、ここにちょっと見にくいんですけど、ここじゃなくてここに縫い目があって、こことここで縫ってるので、ここから切れていくっていう可能性が低くなってて、で中にはクッションが入ってるんで、ちょっとこうそこだけ分厚くなってます。ふわふわな感じで足も傷つかずに済んで。で今までゴムやったけど、これメロクロになったんですね。そうなんですよ。感じでゴムのやつ入れにくかったやつですね。はい。だし伸びて取れちゃったりとかするんで、これはそれがなくなるっていうのがで締めて最高です。空調屋さんはやっぱりこういろんな人の家に行くから必需品って感じなんですかね。はい。で今までこう破れやすかったけど、これは破れないようにちょっとできないですかっていう。エアジョさんから相談したんですね。破れちゃうんですよねって言ったら、じゃあちょっと作ってみようかみたいな感じで。意見を取り入れてもらって。やっぱり形にするときはもうセットで買いたいですね、これ。もうどっちも必要ですね。これエアコン女子さん何か知らなかったですよね。あんまりロゴ入ってますね。これはインスタで有名な相馬川端さんがニクさんに贈呈したものらしいです。知ってますか、川端さん？水圧転写。知ってますね。知ってて昨日もこれを聞いたのに忘れた。どんな流れなのか知らなかったっていう。ヘビ柄になるんですか？パイソン柄ですか？この辺のリストとかも変えられてる。かっこいいですよね。ドイカスタムというらしいです。ヘビ柄ですね、これ。ここにも入ってて、これはなんか蓄光らしい。光るんですね。はい。これね、川端さんが普段使ってるドイカスタムをニクスさんに贈呈して、ちょっと見にくいですけど、ニクスのロゴが入ってたり展示されてるということで。ここにも入ってますね。かっこいい。裏もしっかりと充電器。これはチタンプレートを社長自ら焼き入れされたと思うんですけど、で非売品になるんかな、この辺がまだ。でこれは特にレアで開いてる方が逆になんですよ。そうなんですか。どっちがちょっと正規やったか忘れたんですけど、逆バージョンとあとマズラカラーに塗られた。わかります？この色の変化。これ焼きですか？これは焼きではないと思います。塗装というか特殊な塗装になると思います。でプレートと。やっぱチタンは綺麗に色入りますね。ステンはちょっとね、色つけすぎたりするんですけど、今最近ちょっと流行りの両付けというか、こうかな、どっちでもいけるか。サックつって上にもこれがついてるのかな。このカスタムがついてるんで、自分でまたアレンジして、僕はビットホルダーつったりしてるんですけど、こういう感じ、新しいのをどんどん出てます。これは何ですか？これ僕今日初めて見たんですけど、ニックスのプレート、腰袋とかにつけるんかな。標準でこういうのついてると思うんですけど、これの多分こっちバージョンで。かっこよ。かっこよ。
これだからめちゃめちゃレアやと思う。多分1個しかないんちゃうかそうです。これなんか今後もしかしたらみたいな話してた気がします。で、これは社長が一つずつこう、バーナーで炙って、焼き入れしていくと。めっちゃうまいですよね。めっちゃうまいですね。渾身の作品ですね。焼き入れ動画はまたユウさんの動画あるんで。見てください。エアコン女子さんのご指導具紹介してください。これはいつもお仕事でお使いになってる、そうです。いつも仕事で使ってます。どういうフォーメーションなんですか？これもしかしてあれ忘れたやつですか？そんなことないでしょう。ねえ。腰道具忘れて顔面蒼白やったんや。やったやつちゃいます。もしかして。もしかしてのやつです。血の気なかったです、朝。じゃあちょっと簡単に右からすっかり抜けてましたね。サクサクっと。触触っていいですか？あ、触ってください。緑に統一されてるんですか？そうです。これは何するもののためですか？これですか？はい。これは本来の使い方とは私は違う使い方をしてて、ストリッパーが私はこれなので。VA の。そうなんですよ。なんでこれはストリッパー入れなんですけど、私は普段なんかちょっとビニールテープとか、ちょっとここら辺にあるもの、ゴミとか F の抜いたゴミとかをここに入れたり、あとは基本腰つけると、ここに携帯が来るんですよ。だからちょっと取りにくかったり、ズボンが下がったりするのが嫌なんで、ここに携帯入れてます。はい。ゴミ、小物、携帯。こうやって携帯入れてます。オールマイティに使ってるんですね。そうですね。なんでもみたいな感じです。ここはアニバーサリー。アニバーサリーです。25周のアニバーサリー限定のプレゼント。はい。これは何する仲間ですか？これですか？はい。これは上からまあさっき言ってたストリッパーとプラスのとマイナスのどんなやつですか？暗いですね。暗いんです。ああ、かっこいいですね。ドライバーで、これはカッターです。あ、大松加工ですかこれ？そうですね。ラップ塗装ですかね、それ。そうです。いろんな色あるんで、これぜひ。で、これはこうやってしまった時に青が見えなくなるっていう逆に塗ってもらったね。ようにいいかなと思ってる。ああ、そういうことですか。逆に緑を出してるってことですね。そうです。緑出して出た時に違う色もあったみたいな感じだったら可愛いかなと思って基本緑で見えるようにしてます。これは何をするやつですか？これはインパクトのドライバーを普段かけて使ってるんで、私はペンドラじゃないのでこっちの 10.8 のインパクトを使ってます。重たくないんですか？多分ペンドラよりは全然重いんですけど、柵が1個減るんで、そういう重量的にはあんま変わらないのかなと僕は思ってます。多分もうこれ結構いっぱいいっぱいでつけてるんで、これ以上1個増えるとつけられない。バッテリー込みでも 0.9、1キロないぐらいなんで、そこまで重くも感じないかな。で、18は重すぎるんで、ちょうどいいサイズと思って使ってます。ここは普段ニッパーとペンチで1個間違って買って余ってます。そうですね。ここも余ってます。まあね、いざという時にそうですね。ますからね。っていう感じで使ってますね。これもかっこいいですね。これ、そうですね。これ自分で作ったんです、この辺は。この間ですか？うん。これ純正で出てるんかな、今。僕、ニックスのスリーブを切って。切って使ってるのもあります、会社には。けどこれは今年の流行りですね。2022年、こう、ね、カッシーとかもやってるんですけど、みんながやりたいやってる。そうですね。これはかなり便利だなと思ってますね。これもそうですね。そうですね。これも使って、レベルホルダーを逆付けしてる。上から切って。そうなんですね。はい。あ、これはジャッピーのめっちゃ軽いやつじゃないですか。これ最高な。どうですか？最高ですか？最高です。ジャッピー仲いいんで。本当ですか？はい。ちょっとジャッピーをお勧めしてください。これはもうエアコン屋さんのために作られたはずです。特に軽くて。後ろでつけれるんでしたっけ？そうです。ここに磁石が入ってるんで、フィルターにつけて軽くて爪にもかかって落ちにくい。そうすると落ちた時の軽いんで、落ちたとしてもクロスをそんなに傷つけないっていうので使ってます。いろんないい用途があるんですね。はい。エアコン用に特化したスケール。あ、スケールじゃない。で、ここにも14って何に使うんですか？14は多分2段置きとか使うはずなんですよ。2段置き金具の時は14なんですね。ロブスターですか？そうです。ここにも刺さってるのは？これは17なんですけど、ちょっと業務用とかやるときに点釣りってことですか？そうですね。前名字が長い時とか。最後の長さ調整の時に。そうですね。はい。使うのを一応なんか入れてます。あ、これはガタゼロってやつですか？そうです。これはハイパーモンキーのダブルゼロ。ロブスターですね。これですね。これがいいらしいです。これいいですね。なんかちょっと特殊な形に。これどういうことかな？これはここがあることによってソール面がなんかバランスよく舐めにくく
なんか余計な力を逃がして。真鍮ですもんね。そうです。対象物は。はい、なんで角が舐めにくくなる。空調屋さんには結構活躍する。僕ら使わないですけど、そうですね。普通のモンキはね使うけど。結構気に入ってますね。おすすめですね。おすすめです。はい。これは何ですか？これは使い方はどうかわかんないですけど、私は基本ナットとかナイログを入れてるんですけど、ナイログはちょっとタレとかがついたらシミになっちゃうのでやめて、ここは基本ナットを入れてます。ナット入れ。ナットっていうのは冷媒管のですか？冷媒管の。冷媒管の。はい。クレアの加工部分のナットですね。で、ここは最後、今入ってないんですけど、ビスを入れてます。基本的には。セイタとかを打つビス。そうですね。ボードアンカーとか、ビスとかを入れて過ごしてます。はい。はい。ありがとうございます。すいません。ありエアがとうコン女子さんの腰道具の紹介でした。緑かっこいいですね。ありがとうございます。じゃあこれお願いします。これは何ですか？ベストです。ベスト？ベストです。これ結構新しいですよね。2022年。新しいです。最近出ました。エアコン女子さんが着てるのも同じで。これ赤と黒があるんですか？はい、2種類、ここが黒か赤かで選べます。で、先ほど言ってたようにこれをつけるには加工してつけて背中のベースはもともとついてるんですよ。背中はついてます。これは元から全部ついてたんですか？いや、元から全部ついてないです。ちょっとアレンジしたんですね。こっちのベースはついてるんです1枚ついてる。貼る方。この貼る方、こっちはついてない。ついてます、ついてます。ごめんなさい。ちょっと後ろ向いてもらっていいですか？じゃあこのエアコン女子さんの貼るベースはずっとついてたんですね。そうですね。でこっちはご自身でいろいろ揃えられてつけていったということですね。かっこいいですよね。で、前はベースがないのでみんな物をつけてると。つけたい人はつけて。前もやっぱりあった方がかっこいいですよね。そうですね。実際に着用されててなんかここがいいなっていうポイントとかありますか？私的にはこれ最初ここがどうなんだろうとか思ってたんですよ。顔についたりしてここ基本開けてる間邪魔なのただここに止める場所があってこれで最高だなと思いましたね。他はあとここにもこのニックスのロゴかっこいいですね。やっぱあったかいですか？違うんであったかいです、あったかいです。ちょっと今暑いぐらいの感じ。はい。暑そうやね。朝から。嬉しいのは僕は職人さんって結構肩に材料担ぐんでここ結構パッと入っててエアコン乗せたりするんじゃないですか？肩に。しますね。どうですか？しますね。どうですか？室外機多いでしょ。でもほんまにこう担いで上がってくるらしいで。本当にこうやって担いで上がってくるんですよ。こうやってそうですそうです。だからこういうパッドがあって硬い。硬いもの乗せるから。あと多分サスペンダーのとかはここがかなり職人さん向けで考えられてて欲しいんですけどね。なかなか欲しい。なかなか。買ってください。高級品ですね。高級品で。で、ジャンパータイプも袖付きもあるんで。はい。ぜひ。シャツいきましょう。トミネンさんのコラボ。そうですね。はい。ちょっと1枚ずつ見せてもらっていいですか？白が新しく出たのかな。白と黒。これは最新なんですね。これは僕も持ってます。ちょっと前の黒。で、トミネンさんとコラボ。はいはいはい。ちょっとネイビーになってるかな。で、この売ってるんですか？売ってない。これはトミネンラボで買えるんですよね。はい。めちゃめちゃある。車行きましょうか。ド派手ですね。これ一回僕見かけたことあるんですけど。街で。街で。おおと思って。これはじゃあ世界にというか1台しかない。社長が乗ってはるんですか？展示会用とか。展示会行くときはこれにね。これも出てるんですか？出てます。これ買うとこれついてきます。トートバッグ。トートバッグで。今回袖にもロゴが入ってて。かっこいいですね。可愛いですね。寒い時とかありがたい。指を入れられる。めっちゃいいですね。はい。バイク乗る時とかね。そうですね。袋とセットってことですね。そうですね。これを買って購入していただくとこれがついてきます。これも新しいんじゃないですか？これも出てるんですか？まだ2023って書いてあるでも。ほんまや。ってことはまだ来年用やな。ちょっと僕らがちょっとご要望した前にもロゴが欲しいっていうのをちょっと叶えられてる。もしかしたら僕らの声を聞いてくれたのか。
これ社長曰く職人は背中やっていうことで、背中言ってましたね。職人は背中を見せるんやって言ってはったんで、これと腰道具でね。白か黒。前やっぱいいっすね。いいっすね。前無視やからね。ここにもありますね。これなんて書いてあるんですか。ゆうさんこれなんて書いてあるんですか。フィールドクラフトマンズ。クラフトマン。職人って意味かな。まあフィールドで頑張る人たちってことですね。クラフトマンは職人やから。これも来年出るんかな。あ、これが書いてるんですね。あ、そうです。来年発売予定。現場職人たちって意味です。後ろ見ましょうか。ニックスのこれでかいの、これも売ってた。出てますよね。車用のやつ。売ってるんですかね。出てましたね。色も、でもこれ売ってないんですね。あ、売ってない。これね、中にもね、内側にもシール貼ってるんですけど、ちょっと今開けれないがあるんですけど、さっき開いてる時ちょっと見せてもらったんですけど、内側にもミックスのステッカー貼ってます。もうあれなんですね。同じように。そうですね。なんかそんなドアついてる。これなんですか。締めやすくするバージョン。あ、ここもお主の帽子袋って書いてますね。近寄りたくないですよ。とってもいいですか。黄色にしてから。星奥とってもいいですか。ニックスのユーザーさんがいっぱい遊びに来てまして、えぐい腰道具がいっぱい並んでます。川さん、ニックスマニアさんですか。あ、違います。あ、違います。何さんですか。ニックスマニアです。ニックスマニアさん、加藤さんですね。川端さん。お名前とか聞かせてもらってもいいですか。野々原です。信原さん。名前教えてもらっていいですか。松岡です。松岡さん。いいですか。筋肉です。筋肉さん。筋肉さん。なんかじゃがりこついてますけど。すみません。ありがとうございます。これ車といいですね。一緒に。ありがとうございました。あ、写真撮るんですね。ごめんなさい。邪魔してごめんなさい。じゃあエンディング撮りましょうか。ナビゲーターしてもらってありがとうございました。ありがとうございました。やっぱすごい詳しかったんで助かりました。プロフェッショナルアドバイザーですね。今日と明日と展示会に似てると思うんですけど、一日やってみてどうでした？思ってたよりたくさんの人が多分来てくださって、ファンもいてますもんね。フォロワー何人でした？ 1.7 万人ぐすごいらいで、僕の何倍や8倍かめっちゃいますわ。すごいです。多分一番目立ってるコーナーだったかなっていうのが感想です。ありがとうございます。僕のチャンネルを見てる方に、ニックスとエアコン女子代表として一言お願いします。今後どんどんニックスさんの商品もどんどんいいものがたくさん出ていくと思うので応援してください。エアコン女子も頑張ります。 SNS って何やってるんですか？インスタとインスタだけですね。 TikTok は食べるのちょろっと載せてるくらいで、じゃあそのリンク載せとくんで、フォローしに行ってください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。会場の全体の様子ってことで2階に上がってきました。こういう感じでね、上から結構ねいろんなメーカーさんがねこういう風に出展されていますね。ちゃんと許可をもらって2階に登ってますので、そうですね、皆さん勝手に上に上がったりしないように気をつけてください。危ないんでね、子供落ちたらね。3年ぶりの開催ということですね。そうですね。コード気をつけなあかんね。ケンケンさん。おーい。ケンケンさんとサイリさん、YouTube に出てくれた2人です。あ、また置いた時にいただきます。ありがとう。お、全部見える。全部見えるね。こういう感じで、お疲れ様です。お疲れ様でした。今5時55分ってことで、僕ら8時半ぐらいから来てたんですけど、疲れましたね。結構閉店ギリギリまで。買い物ね、実際できてないんですけど、ありがとう。やると。まあね、みんな協力してもらって、一日楽しめるイベントですね。そうですね。メーカーさんやっぱおしゃべりの人多いから、結構長い時間俺ですね。で、結構新人さんもいろんな工具の勉強になったりすると思いますので、ぜひ一度遊びに来てみてください。3年ぶりということでね、すごい天気で、昼間はほんまに歩かれへんぐらい人が多くて、ちょっと今はね、終わりかけなんで、かけてますけど、すごい熱気でしたね。すごかったです。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。
とりあえず面白くしたいです、電気屋を。